不動明王様の庭に集う乙女たちが今日も新選組大使のような無垢な笑顔で多摩川の流れを越えていく。汚れを知らない心身を包むのは純白の制服。スカートのプリーツは乱さないように、青いセーラーカラーは翻さないように、ゆっくり歩くのがここでのたしなみ。都立日野南高校、ここは乙女の園共学。おはようございます、視聴者の皆さん。しかなんシカのこのこのここしたんたん、シカのこのこのここしたんたん、シカのこのこのここしたんたん、シカのこのこのここしたんたん。シカのことことこ現るのこのこ、つのつのぴょこぴょこ、見た目はおにゃんの子。近頃噂のなかなかきわものお手並みいかほどへなチョコ。その昔からジャパンに生息、シカ新品なら無限にください。細かいはまかまともシカはウシカ、でもまとめてるテーマ。ニョニョステップで踊ろう、夜が明けるまで何度だって反芻したい。ぬぬぬ予測不可能しかいのです。アッパンギャルドでオーライカボスマシマシ、いつの間に癖になってぬぬぬ、あちゃでめちゃらしたいのです。破天荒バッチかもなんでもあり、ルールなんてなし、君の笑顔で元気満タン、もしかして運命のまま舞い合う、心のどこかで虎視眈々、君とならいつまでも。シカのこのこのここしたんたん、シカのこのこのここしたんたん。まだまだ寒いな。昨日雨も降ったしね。滑るから気をつけないと。大丈夫？ありがとうございます。どういたしまして。越トラコ、都立日野南高校2年生、生徒会長にして2年 B 組学級委員長、そして容姿端麗、学力優秀、スポーツ万能、学校のみならずご近所でも噂のパーフェクトガール。計画通り。順風満帆な高校生活を送る越トラコには誰にも言えぬ秘密がある。それは元ヤンであること。東京日野の猛獣とは私のことよ。少年漫画の影響を受けてヤンキーやってた黒歴史。これがバレたら高校デビューと同時に足を洗って優等生やってきた努力が水の泡よ。まあ偽装は完璧でバレることなんてないだろうけど。そう思っていたのだ。今日この日までは。まさか1話にしていきなりクリスリ自殺。深夜アニメでよかった。いやよくないけど警察医者コナン君じゃない。はじめちゃん。生きてる？何事？自殺じゃないならなんであんなとこぶら下がってんの？頭に角？ああ、東京じゃない、千葉のネズミなんたらで売ってるあれかって。それなら外れて落ちてくるよね。ってことは本物の角？それにこれは多分鹿の角。鹿でいいのかあれ？だったとして角が入るのって確かオスだけのはずじゃね？なら新種のユーマ？それとも悪の組織の怪人？それにしても鼻水すごいな。気温12度。きったねーとか思ってるうちに死肉と勘違いした動物たちが群がってきた。やんのかオラ。なぜこの状況で喧嘩腰？俺助けた方がいいのか？
りしてるわ。視線の圧、こんな面倒に関わったら遅刻する。優等生の私には断じて許されないこと。ここは気づかなかったことにして急いで学校へ。見捨てるんだ。こんな目に遭ってる私を見捨てるんだ。別に見捨てるわけじゃ。っていうか勝手にあなたがぶら下がってるだけよね。私急いでるの。遊びに付き合ってる時間は。明日のニュースで日野市の女子高生電線に引っかかり死亡って報道。これから毎朝この道を通るたび私の顔を思い出す。あの時助けていればって一生後悔に苛まれる毎日。もう分かったわよ。せこいつくっそ重てえ。あなたどうしてあんなところに？朝起きたらすでにあそこに行ったんだよね。なぜか。マジでなぜだよ。とにもかくにも助けてくれてありがとう、ヤンキーのお姉さん。別にこのくらいのことは。ヤンキーのお姉さん？はあ？ヤンキーって誰が？お姉さんの。はあ？何言ってんの？立てば芍薬、座ればボタンと言われるこの私がヤンキー？ありえないでしょ。そっか。でも似合うんだけどな。何が？角も反応してるし。いや、何の検知器だよそれ。これ以上こいつといると危ない。気のせいじゃないかしら。人違いとか。あ、私そろそろ行かないと。もうあんなところに引っかからないようにね。危なかった。私のキャラ作りは完璧なはずなのに、どうして。あいつ何だったんだ。皆さん席について。あ、今日は皆さんに転校生を紹介します。転校生？なんか嫌な予感が。さあ入って。やっぱごめん。あれ？りなんでまた引っかかってんだ。学習しろ。さあ鹿の子さん、ご挨拶して。のつ、鹿の子の子です。のこたんと呼んでね。面白い子だね。鹿だね。なんで普通に歓迎してんの？私がおかしいの？席はコシさんの隣が空いてるわね。学園ものあるある。なぜか都合よく空いてる席。まずい。あいつが変なこと言い出したら高校生活がおじゃんになりかねない。まずはこっちから先手を。ごきげんよう。あ、今朝の。あなた転校生だったのね。私はコシトラコ。わからないことがあったら何でも聞いてね。ありがとう。あれ、なんだかこのままやり過ごせそう。なんだ、そんなに心配することなかったわね。私のことは好きなように呼んで。好きなように。すべて私の考えすぎ。わかったよ。ヤンキーのお姉さん、ヤンキーのお姉さん、ヤンキーのお姉さん、ヤンキーのお姉さん。これからもよろしくね、ヤンキーのお姉さん。コシさんがヤンキー？まさか小石さんが。聞き間違いよね。おえー、鹿の転校生には反応なしでなんでここに食いつく？
ヤンキーって何のことかしら。言いがかりはやめてくださる？私の野生の勘がお姉さんはヤンキーって言ってる。あなた野生なの？あとお姉さん少女だね。角も反応してるし。だからそれどういうシステム？コシさんが少女。やはりコシさんは黙ってろよガイア！少女って一体何の証拠があって？え、じゃあ処女じゃないの？いや、それはその処女確定。シカ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 。おじさんだ。今日も綺麗。さっきは危うく醜態を晒しそうになったけど、この調子よ私。でも油断はできない。なんとかしてあの鹿に元ヤンという私の正体をばらされないようにしなくては。そのためにもあいつがまた何か言い出す前に先手を。は？私の席に大量のお菓子？はあ！いや、この十字の帯は鹿せんべい。鹿せんべい、ご存知奈良県民のソウルフード諸説あり。修学旅行生が受け狙いで食べたりするも大概その味同様、周囲からの反応は微妙な感じで終わる。こんなことをするのは絶対あいつだ。ってあれよだれ？マーライオンかよ。鹿の子さん、これは一体？にゃん、恩返し？恩返しの顔じゃなくない？お姉さん、今朝助けてくれたでしょ、そのああ、大したことじゃないし、お礼なんて。あ、鹿せんべいじゃ不満か？いや、そういう問題じゃ。てか、なんで急にちょっと偉そうなのよ。なら特別に角をあげよう。取れるのそれ？はい。いらねえ。ちなみに食べられるよ。味とかあるの？食べないけど。もみもしゅうでとても硬い。無理して食べる感じのやつ？そこまで言うなら特別だよ。だからいらんて。つか、私が言うのもあれだけど、もうそれアイデンティティ大崩壊だよ。角なかったらそれはもうただの女子高生じゃん。命の恩人のためならキャラも期待でするよ、私は。重いし、キャラ捨てんのも早い。まだ第1話だぞ。鹿せんべいもダメ、角もダメ。くっつくんだ。もしやお姉さんの望みはなんでさっきから鹿縛りなの？分かってよ、食べるといいよ。食べないわよ。てかこの人たち誰？だって私、他にあげられるものないよ。ほら、この通りお金も持ってないし。鹿せんべいまだあるの？これ以上はご勘弁を。なんで私がカツアゲしたみたいになってんだ。しかも鹿せんべいといっけね。ついすが。ねえねえ、のこたん、コシさんと知り合いなの？朝から仲良さそうだったよね。ってのこたん？私の相性だよ、可愛いから。クソうぜ。実は今朝電柱に引っかかった私をこの鹿の子さん、そういえば先生が呼んでましたよ。やだ、コシ探偵は急にこんなとこ連れ込んで。大胆。何想像してんだよ。コシタンこそ何を想像したの？何ってそんなの。コシタン、処女っぽ。うるさいな。てかさっきからコシタンってなんだよ。あだ名だよ、ノコタン&コシタンって感じでよかろ。お笑いコンビかって勝手にあだ名なんてつけてんじゃねえよ。じゃあヤンキーのおね。コシタンでいいです。いいそうです。
っていうかそんなことどうでもいいんだ。私の正体のこと絶対誰にも話さないって約束してくださる？私学校では優等生で通ってるんで正体がバレるといろいろ困るのよ。もし話したらただじゃおかねえぞ。わかったな。正体、それはコシタンが本当に処女だってこと？違うねえけどちげえわ。くそ、さっきから人のことおちょくりやがって。てめえ冗談は角だけにしとけよ。そうだよね、こんな角変だよね。いや角が生えてる女の子なんてやっぱり気持ち悪いし、そもそも鹿ってなんだよって話だもんね。気に障ったらごめんね。そうか、こいつは今までも見た目のことでいろいろ言われて、なのに私はこれじゃ優等生、いやそれ以前に人間失格だ。悪い、角はもういいから。これなら一緒。どこまでが角なのか怖くて聞けないコシタンであった。今日は朝から疲れた。さっさと帰って明日の予習しねえと。今の音はあそこからか。すみません、誰かいるんですか？すごい音がしたけど大丈夫？警察！医者！ブランク！あ、じゃない、はじめちゃん！コシタン！鹿の子さん、それっち何かあったの？いやー、失敗。脚立から落ちて膝すりまいちゃった。絆創膏かわいい。うっせえ。つか何してんだよ、こんな使われてない倉庫で。掃除してた。掃除？一人でか？ありがとね、コシタン。よーし、お掃除再開。よいしょ。ああ、もう手伝ってやるよ。いいの？怪我してるし、それに一人だと何しでかすかわからないからな。やったー、ありがとう。孫うことなきツンデレ。掃除なんて雑用なのにずいぶん楽しそうだな。だってコシタンと一緒だし。大げさなんだよ、たかが掃除に。掃除も誰かとやるとこんなに楽しいんだね。あら、ずいぶん綺麗になったわね。鵜飼先生？先生のつ。はいはい、ノッツ。講師さんが手伝ってくれたのね。ありがとう。大変だったでしょ？これくらいなんともないですよ。講師さんが歯科部に入部してくれるなら安心ね。そうですね。はい？歯科部？それじゃ約束通りここは自由に使っていいわよ。やったー。じゃあ歯科部って一体何です？それに私が入部って。あら、聞いてないの？私が歯科部を立ち上げたんだ。何その未だかつて類を見ない部活。ここを掃除したら部室として使っていいわよって約束したの。ねえじゃねえんだよ、ねえじゃ。というかそんな意味不明な部活に入れられたらマジやばい。でも安心したわ。コシさんしっかりしていて面倒見もいいし、頼れる兄子。明るくて優しいから楽しい部活になりそうだし、アットホームな部活。頭もいいからなんか賞とか取れそう。インターハイ全国大会。コシさんが入部してくれるなら歯科部大活躍間違いなしね。任せてください。コシタンはちょろかった。じゃあ鹿の子さん、部活届書いてね。
部活名鹿部部長星トラコ。活動内容主に鹿の世話っと。ちょっと待って、どうして私が部長なのかしら。部長はコシさんだよ。なんで私がおかしい感じ？だって鹿部ですよ。鹿の子さんが部長をやらないで誰がやるんですか？ああ、そういうことか。鹿部の活動内容は主に鹿の世話って書いてるよね。ええ。私は鹿部所有の鹿になるわけだから、鹿部所有の鹿？そのお世話係が部長。つまりコシさん。納得いかないんですけど、そもそも鹿を世話する部活って農業高校かここは。はい、提出。確かに受理しました。仕事が早い。それじゃあ部長、鹿の子さんのお世話よろしくね。よろしくにゃん。はい。いい笑顔で任せてと言った手前、反論できない虎視眈であった。鹿部結成やったー。たった1日で予想外の展開になってしまった。明日も鹿せんべい持ってこよう。まあいっか。それじゃあまずはブラッシングを頼もうかな。お前ふざけんなよ。って何このたわしみたいなブラシ。動物用だよ。ああ、もう仕方ねえな。くそ、なんで私が。もうこれから毎回こんなことやらされるのかよ。怖っ。なんだかわからないが、鹿部の戦いはこれからだ。わらわら集まる鹿。どこから来るのかしか。鹿いない。そんなにおいしい鹿せんべい。丸くてこんがり散らさないで。どうしてそんなに欲しがるの。頭がいいのかしか。持ってるとバレるのなぜ。鹿いない。晴れても雨でも鹿のため。着いた。鹿鹿の子の子の子こしタンタン。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 鹿の子とこどこ現るのこの子。つのつのぴょこぴょこ。見た目はおにゃんにゃこ。近頃噂のなかなかきわものお手並みいたほどヘナチョコ。すごく昔からジャパンに生息。鹿せんべいなら無限にください。細かいはまかまかも鹿は牛か。でもまとめてるテーマ。布ステップで踊ろう。夜が明けるまで。何度だって反芻したいの予測不可能。鹿
改めて紹介しよう。彼女の名前はコシトラコ。実は元ヤンキーである。高校デビューと同時にそれを隠し、優等生の地位を築き上げ、今や生徒会長および学級委員長も務めている彼女だが、転校してきた一人の鹿鹿の子の子にそれを見破られ、さらに処女だと見破られ、それとは関係なくとてもちょろかったので、謎の部活鹿部の部長をする羽目になってしまった。そして今日もいやいや部活に。さあ部活の時間だいやいやでもないようだ。いや別に部活が楽しみなわけじゃないけど。え、ならなぜ？朝ちょっと部室の模様替えをしてみたら、めちゃくちゃいい感じになっちゃって、今日の部活がすごく楽しみになってしまったとか、そういうわけでは断じてないのだけど。そうですか。部室を過ごしやすくするのは部長の務めだし、あいつの反応が楽しみだぜ。コシタンすごい、見直した。当然よ。あとは壁紙も貼って、あ、棚も置くか。まだまだやること山積みだな。待ってろ私のユートピア。ユートピア終了のお知らせ。どういうことだ。私のユートピアが、私の全財産を投入し、今朝4時間かけて作り上げたユートピアが。朝3時起きであった。コシタン大丈夫？そんなところにいたら危ないよ。こっち来て。お前か。お前なのか。私のユートピアをこんな姿にしたのは。何の話？私が来た時にはもう部屋はこんな状態だったよ。それにこの部屋は危険だよ。どういうことだ。私今日何者かに命を狙われてるの。誰に？なんで？わからないけど、多分物質もそいつの仕業だと思う。通学中5メートルの落とし穴に落ちたし、空から槍が降ってきたし、水の入ったペットボトルも置いてあったし。なんで生きてんの？槍頭に刺さってたよね。っていうか水入りペットボトルなんて今時猫でも怖がらねえぞ。しかも思いっきり角がドアに引っかかったし。これはまたお前が壊したんかい。とにかくここは危険なんだってば。落ち着け。普通に考えてお前を狙うやつなんかいないだろ。そうかな。そうそう、こういう時は外の空気でも吸って落ち着いて考えをまとめるのが。おい、部活に外に顔を出すやつがあるか。ここは戦場だぞ。誰？戦場では少しの油断が命取りと教えただろう。教わってねえよ。こちとら平和な平成生まれだわ。っていうかお前マジで狙われてんの？そうみたい。こんなとこいられっから帰れ。教科を置いて逃げ帰るというのか。うるせえ。お前の教え子になった覚えはねえ。これ以上面倒ごとに巻き込まれるのはごめん。コシタン、頭大丈夫？悪口ではない。どこのドイツだ。返せよ私のユートピアを。完全に切れました。やってやんや。兵隊だか殺し屋だか知んねえがかかってこいや。やべ、手榴弾だ。鹿せんべい？おい、あれは罠だ。バカ待て。何？コシタン！いや、どう見ても罠オブ罠じゃん。罠に自らよだれ垂らして突っ込んでいくバカがいるか。罠。鹿の子？大昔とある鹿がこう問われた。なぜ鹿は鹿せんべいを食べるのか。こう答えたそうだよ。そこに鹿せんべいがあるからだ。鹿の子！
ごめんコシタン。でも私何よりも鹿せんべいが好きだから。抜かった。だから散々罠だって言った。最後少しスピードが落ちて鹿せんべいに手が届かなかった。そっち？おい、こそこそ私を狙ってるやつ聞こえてるんだろ。私の名はノコタン。用があるなら出てこい。この勝負正々堂々受けてて。もうすでに負けているのでは？負け鹿の遠吠え。あと鹿せんべいもっとください。どの立場で物言ってんだ。ずいぶんと図太い害獣なのね。あもっと早く駆除するつもりだったけれど全く計算が狂ったわ。勝負受けて立とうじゃない。地獄へ突き落としてあげるわ。こいつ数々の修羅場をくぐり抜けてきたこの私をいとも簡単に捕獲するとはただものじゃない。貴様一体何者だ。あんこ？あんこ？お前何してんだこんなところで。会いたかったって家に帰り会うだろお姉ちゃんとは365日24時間毎分毎秒一緒にいたいの。お姉ちゃんの似合いたまんない。ちょやめんかい。それよりお前学校はどうした？話聞いてる？コシタン、彼女は？ああ悪い。こいつはコシあんこ。私の妹だよ。コシ、あんこ、コシ、あんこ。さてはお前何か美味しそうなものを想像しているな。いやしい目をこちらに向けるなこの害獣が。ね。鹿の子の子、私はお前を許さない。なんでお前が鹿の子を？もしかして全部お前の仕業なのか？そうだよ、私がやったの。なんでそんなこと。鹿のせいでお姉ちゃんは変わっちゃった。これまでは学校が終わったらすぐ私の元へ帰ってきてくれてたのに。お前の元ってか私たち家族の家な。最近は毎日帰るのは夜遅く。7時までには帰ってますけど。遅くまで何してるかと思ってちょっと尾行をしてみたら部活と称して密室で鹿のお世話なんていやらしい。いやらしいのはお前の思考回路だよ。それに今日なんて朝早くに家を出たと思ったら鹿との愛の巣作りに夢中じゃない。あんなふかふかなソファーとか可愛い絨毯とか部室に必要なの？いやらしい。ここで何をする予定だったの？それは否定したいが私利私欲のためとも言い出せなかった。答えられないってことはもしかしてもう寝たの？なわけねえだろ。メンヘラ彼女かお前は。てかなんでくない？イカなの？コウガなの？ホカゲなの？おいお前もあんこに言ってやってくれよ。コシタンは私の女だ。なんでそうなる？なんでお前が乗るんだよ。違うじゃん、そういうんじゃないじゃん。腰だか粒だか知らないがコシタンは私が守る。さっきからお前がそんなこと言ったらやっぱりお前がお姉ちゃんの社長を奪ったのね。ほらこうなるじゃん。誰がこれまで大事にお姉ちゃんの所長を守ってきたと思ってるの？誰にも守られた覚えもねえよ。許せない。私からお姉ちゃんを奪った鹿も鹿と一線を越えたお姉ちゃんも一線も中央本線も越えてないが。お姉ちゃんの隣は私の居場所。邪魔する者は全て敵。だから全部壊しちゃおうって思ったの。あんこ鹿部なんてふざけた部活をめちゃくちゃにして害獣を駆除すればお姉ちゃんは私の元に帰ってくる。けど考えが変わったわ。あなた正々堂々と勝負って言ったわね。面白いじゃない。その勝負受けて立つわ。その代わり私が勝ったらあなたには一生奈良公園の鹿として生きてもらう。ならもちろん私が負けたらあなたとお姉ちゃんのただれた関係を認め私は潔く身を引くわ。誤解を生む言い方やめろ。あんこお前いい加減にしろよ。こんなの馬鹿げてる。そもそも勝負する意味はないだろう。なんだその鹿が勝負しろって言い出したんだよ。それはそうなんだけどさ。
よ。勝負しよう。ちょっと待てよ、本気か？お前が奈良公園の鹿になったら鹿部はどうなっちゃうんだよ。大丈夫だよ、コシタン。え？私を信じて。私たち鹿部は鹿せんべいより固い絆で結ばれているんだから。鹿の子。いや、意味わからんけど、鹿せんべい固くないだろ、サックサックじゃん。ただし私からも条件がある。何？もし私がこの勝負に勝ったら鹿せんべいいっぱいください。もうなら行けよ。鹿部発足後初の大ピンチ。どうなる鹿部、どうなるノコタン。鹿せんべいと鹿部の命運をかけた死闘が今始まる。すぐに奈良公園に強制送還してやるわ。鹿せんべい食べ放題。帰っていい？鹿第1回日野南高校チキチキコシトラコ決定戦。まずは選手お二人のご紹介です。何この状況。コシトラコの妹にして強烈無比のシスコンコシアーコちゃん。この世界、私とお姉ちゃん以外いる意味あります？ねえ、何これ。鹿部所属鹿の子のこさん。鹿せんべいのために頑張ります。聞こえてない？そんな二人に迫られるコシさん、今のお気持ちは？意味がわかりません。非常に楽しみということですね。私の声は届いてますか？気になる勝者への賞品ですが、あんこちゃんにはのこたんを奈良公園へ強制送還する権利、のこたんには鹿せんべい100年分が贈られます。どっちもよく用意できたな。ちなみに司会進行は鹿部顧問鵜飼が務めさせていただきます。教師って暇なんですか？それでは張り切ってまいりましょう。このセット本格的すぎません？第1問、コシさんが毎晩コシさんが毎晩寝る前にしてることは何？答えは部屋にあるぬいぐるみたちとお話ししてからお休みのキスをする。正解。やめてー。何この問題。何私のプライバシー晒してるの。ダメなの？ダメに決まってるでしょ。でもコシさんの好感度は上がってるしよくない？コシさんぬいぐるみ好きなの？かわいい。押せる。そういう問題じゃない。ちなみに証拠写真がこちらになります。プライバシー。やめてよ、こんな問題。続いて第2問。スルー。コシさんは今ち。おっと、今度はノコタン選手が早い。答えをどうぞ。コシさんは今ノーブラか。正解はブラトップなので実質ノーブラと言える。だから何その問題。正解。そんなの見てみないとわからないじゃない。シュレディンガーのブラ。では証拠の映像をどうぞ。やめて。さっきといい。なんでこんな映像持ってるのよ。第3問。もう帰っていいですか？コシさんがこれまでこれまで付き合ってきた男性もしくは女性は合わせて何人？正解は0。いや、いるかもしれないじゃない。いません。残念、不正解です。コシさんがこれまで付き合ってきた男性もしくは女性は合わせて0人ですが、なぜ0人なのでしょう。60文字以内で理由を述べよ。そこ深掘りする必要あります？はい、あんこちゃん、答えをどうぞ。周囲の男女が身近な人間と交際を深める中、高校生になっても初恋が訪れず、いつしか運命の人が現れると思っている少女漫画脳だから。ジャスト60文字。正口考察やめて。愛読書は別冊フレンドです。解。第4問。コシさんが秘密にしている小さい頃のエピソードは？ 10歳までおねしょをしていたこと。正解。言わないで。コシさんが実は好きなものは？子供向けアニメ。正解。実はって何よ、別にいいでしょ。第5問。コシさんの卵かけご飯。正解。そこでわかるのおかしくない？なん
いうことでしょう。ここまで両者一歩も引かず同点。どんだけ私のプライバシー暴いてんのよ。こんなの絶対おかしいわ。なんで鹿ごときがお姉ちゃんの情報もそんなに何か裏があるに決まってるわ。そうか、全国の鹿を使った情報もシカシカネットワーク SSN でお姉ちゃんのデータを集めスパコン歯科学で解析したものをその角で受信してるに違いないわ。もうこうなったら実力行使よ。油断したわね。まだまだ罠は残ってるのよ。結局こうなったらクイズの意味なくね。コシタンがプライベートを暴露されただけであった。奈良公園を送る前に串刺しにしてくれるわ。避けられるんかい。なんなのよこの鹿。おとなしくやられなさいよ。疲れた。このどさくさに紛れて家に帰るか。この害獣。お姉ちゃん。鹿の子。おい、鹿の子。コシタン、なんだかとっても眠いんだ。何を言ってるんだ。しっかりしろ鹿の子。目を開けろ鹿の子。鹿の子。おい、なんでだよ。勝手につきまとって勝手に部活作って勝手に人のこと巻き込んだくせに、それなのに勝手に私の前からいなくなるなよ。生きてたのはいいけど、どうなってんだ一体。あの時拾った鹿せんべいが守ってくれたみたい。昔の映画かよ。だいたい鹿せんべい硬くないだろ。サックサックじゃん。鹿の子、お姉ちゃんを助けてくれてありがとう。私の乾杯よ。私は憎しみや怒りにとらわれすぎてお姉ちゃんを傷つけるところだった。こんな私は妹失格だわ。お姉ちゃんの隣にいるのにふさわしいのはあなた。そんなことないそんなことないよ。君がこしあんがくれた鹿せんべいのおかげでコシタンを守ることができたんだ。こしあんは命の恩人だよ。私たちいい友達になれそうじゃない？ノコタンと呼ばせていただいても？もちろん。これからもお姉ちゃんをよろしく頼むわ、ノコタン。任せて、こしあん。結局最初から最後まで全く展開についていけなかったコシタンであった。とりあえず明日からは毎日ブラをつけよう。今日は白。投資。
しかいない。そんなにおいしい鹿せんべい、丸くてこんがり散らさないで。どうしてそんなに欲しがるの。しか頭がいいのかしか、持ってるとバレるのなぜ。しかいない。晴れても雨でも鹿のため。やっべ、寄り道してたら遅くなっちまった。ごめん、遅くなった。鹿の子の子のここしたんたん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 。鹿の子とこどこ現るのこの子、つのつのぴょこぴょこ、見た目はおにゃの子。近頃噂のなかなか極物お手並みいかほどへのチョコ。その昔からジャパンに生息。鹿せんべいなら無限にください。細かいはまかまかも鹿は牛か。でもまとめてるでもののステップで踊ろう。夜が明けるまで何度だって反芻したいのの予測不可能しかいのです。アーバンギャルドでオーライカボスマシマシ。いつの間に癖になってのあちゃでめちゃらしかいのです。破天荒バチかもなんでもあり、ルールなんてなし。君の笑顔で元気満タン。もしかして運命のまま舞い合う。心のどこかで虎視眈々。君とならいつまでも。鹿の子の子のここしたんたん。鹿の子の子のここしたんたん。どうして部屋に鹿が。いや、鹿部に鹿がいるのは必然ではあるけども。っていうか、今まで割と普通にいたわ。なんで気づかなかった私。てか、備品の鹿せんべい勝手に食うなよ。おい鹿の子、お前が連れてきたのか。いない。ぬぬ。もしやこの鹿。鹿の子、何ふざけてんだ。お前が鹿の子だってことはもう分かってんだぞ。早く元に戻れ。戻らない。こいつ私をからかってるな。いい度胸じゃねえか。その化けの皮ならぬ鹿の皮、私が剥いでやる。グワシ、脱げー、着ぐるみを脱げー。こんなもの着てれば私にバレないとでも思ってんのか。喉乾いたな。物質と校舎の間往復しちゃったもんな。お、そういえばさっきいいもん買ってきたぞ。じゃーん、春限定
日の南高校の購買で超大人気桜餅味タピオカミルクティー。鹿のままだと飲めねえな。かわいそうにな。せっかく私のおごりなのにな。お前が飲めないなら私が飲むしかねえな。いいのか？お前の分までタピっちまうぞ。無視！くさ、タピオカ程度じゃ動じないか。万次郎！鹿は草食動物。草や葉っぱを食べる。私が丹精込めて育てている万次郎は鹿部の観葉植物はすべてコシタンが名前をつけて大切に育てていた。ハムハムすんな鹿野郎。何その鳴き声、初めて聞いたけど。オジカは攻撃的になるとゲゲゲと鳴いて威嚇する。この時むやみに近づいてはいけない。意地でもやめねってか。けどこっちだって引けない。万次郎たちの命は私が守らねば。こうなったら武力行使だ。お前の弱点ペットボトルでも食らえ。ノコタンは水の入ったペットボトルが苦手なのだ。どうだ、手も足も出まい。どかして欲しければ今すぐ元の姿に戻るこったな。あれ？お前いつの間にペットボトルを克服しやがったんだ。ヌフスン。もっと本質的にこいつの興味をそそることでないと万次郎たちを守れない。鹿の子が興味を引きそうなもの、引きそうなもの。これだ。こんなところに私の黒歴史ポエムノートが。こんな恥ずかしいもん今すぐ燃やさなきゃな。ちらでも私と鹿の子の仲だしな。燃やす前にお前が元の姿に戻ったら特別に見せてやってもいいんだけどな。恥ずかしすぎて家にも置いておけず常に持ち運ぶしかないポエムノートをまさかここで出すことになるとは。だがここまで私が身を削ればやつも。ビンゴ！反応した！あと一押し！他にも作ったばっかの自作オリジナルソングとか聞かせてあげちゃってもいいんだけどな。何それ？聞きたい聞きたい。しゃあねえな、ちょっとだけでぞ。ワン、ツー、スリー、フォー。ズズンズッチャッチャズズンズッチャッチャ、それゆけ元やんこしたん。悲しい風が聞こえる、誰かが泣いているのか。ウォウウォウウォウ、放課後の校舎裏、植えた虎のテリトリー、アンタッチボーなサンクチュアリー。うかつに触れたら噛み殺されちまうぜ。だけどほっとけないのさ、悲しい歌は拭いに行くよその涙。やれやれ、私は目立ちたくないだけなんだけどな。3分半3秒で十分だ。ゴーファイコシタン。もとやんだけど甘く見るなよシャブゾウ軍団。もうこの拳が頬骨粉砕気を吹くぜ。虎の肉球はぬるくないぞ。ふんふふんふんふふんふん。泣きたいときは呼んでくれコシタンコシタン。ウォウ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 、私は元ヤンコシタン。それでは2番いってみよう。ズンズズッチャッチャズンズズッチャッチャ、それゆけ元やんこしたん。おっと、これ以上はさすがに聞かせられないな。残念だな。ダメダメ、お前が元の姿に戻らないと。もっと聞いてみたいな。にゃん、モテヤンコシタン歌ってみてよ。ギヤー鹿の子が2人。なんで？私が2人？何
コシタン。だってそれぬぬぬぬぬぬぬ。会話してる？なんか日野動物園から脱走してきたんだって。脱走？鹿せんべいの匂いにつられたのかな。なんだそねえ、それよりこのポエムノートって何？わあ、さっきのオリジナルソング。ねえねえ、続き歌ってよ。それゆけもとやんこしたん。穴があったらどころか穴を掘ってでも入りたいコシタンであった。なつかりしたのつ。鹿は日野動物園に帰っていった。シカ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 。暖かい日差しが降り注ぐ中、桜の花が満開となりました。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。在校生を代表して心よりお祝い申し上げます。春、コシタンたちは3年生に進級した。どうやらサザエさん時空ではなかったようだ。コシタンの生徒会長挨拶見たかったな。かっこよかったんだろうな。れ？あたぼうよ。ん？大丈夫？なんでこんなところに？どうしたの？具合悪い？保健室に連れて行きましょうか？それとも救急車？いや警察？自衛隊？馬車目としたことが高くてついつい寝てしまいました。そうだったの。馬車目？具合が悪いわけでなくてよかったわ。でもどうしてこんなところに？見たところ新入生みたいだけど。馬車目、あなたに会いに来たんです。え？馬車目めめって言います。1年生です。馬車目、あなたに憧れててどうしても会いたくて、鵜飼先生に聞いたらここにいるんじゃないかって教えてもらったので来ちゃいました。ははん。つまり入学式で見た清楚で美しくて優等生な私に憧れてついつい会いに来ちゃったってことか。馬車目、あなたのようになりたいんです。だからあなたの弟子にしてください。ごめんなさいね。気持ちは嬉しいのだけど。鹿の子先輩。鹿の子先輩？はあ？鹿の子さん？私じゃなくて？あなたどちら様ですか？さっき入学式で喋りましたけど、生徒会長ですけど。馬車目、鹿の子先輩に会いたくてここで待ってたんです。なんだこいつ正気か？馬車目さんはなんでこいつ鹿の子さんに憧れて？よくぞ聞いてくれました。あれは入学式の前、私が校門前で行き倒れていた時のこと。なんて？お腹減った。馬車目はもうダメです。ああ、そろそろ入学式が始まる。馬車目は高校デビューできずにここで死んじゃうんだ。食べる？え？ありがとうございます。それじゃ。あ、待ってください。あなたのお名前は？名乗るほどのもんじゃございやせんよ。そんなわけで鹿の子先輩は馬車目の命の恩人なんです。鹿せんべいで救われる命とは？それから馬車目は入学式中にずっと考えていました。なんてかっこいい先輩なんだろう。馬車目もこうなりたい。こんな鹿になりたいって。鹿になりたい？だからこの馬車目を弟子にしてください。弟子ってあなたね。うわー！さっきからなんで蝶にたかられてんだよ！おい、どうすんだよこいつ。お前さん馬車目と言ったかな？はい、馬車目です。
鹿になる覚悟できてんのかな。何そのキャラ、鹿になる覚悟って何？馬車目、精一杯鹿になることを誓います。どんな先それならまずは鹿部に入ることだな。はい、馬車目鹿部に入ります。生？私そっちのけで話を進めないでくれないかしら。鹿部はコシタンが部長であり飼い主だから、まずはコシタンにお世話してくださいってお願いしな。ごてん承知のすけ。飼い主の話聞けよ。何？中学も卒業してやっとお姉ちゃんと同じ学校の生徒になれたわ。鹿部にも入部申請したし、これからは毎日朝から晩まで24時間お姉ちゃんと一緒。あんなことやこんなことしほうと。お姉ちゃん。コシタン先輩、馬車目のこともお世話してください。やめなさ姉ちゃん、い。あんこ？私以外の女と何してるの？祝鹿部新入部員2名追加。いろいろあったけど、これで部員は4人。鹿部はちゃんとした部活になった。これまでは実態不明のお遊戯部だったが、これからはバシバシ活動していくぞ。よっしゃー、お前ら今日から張り切っていくぞ。お姉ちゃんとお揃いのマグカップ。まあこのままじゃあかん。鹿部手こ入れします。というわけで第1回鹿部活動方針会議を開催します。なんか始まった。真面目な顔も可愛い。黙らっしゃい。新学期早々お前らは毎日ダラダラ。鹿部としての誇りはないのか。鹿部の誇りとは。そんなこと言われてもな。私は悲しい。せっかく立ち上げた鹿部がこんな怠惰な部活だとバレたら、部費は減らされ生徒会長まで上り詰めた私の地位はガタ落ちだろうが。コシタン先輩が元ヤンなのもびっくりだけど、ここまであけすけな性格なのも笑えますね。そんなところも可愛いのよ。このままじゃダメだ。全員今年の目標を決めていくぞ。はーい。まずは鹿の子。の我が部の鹿代表として、そして先輩鹿としてお前の目標を後輩に聞かせてやれ。そうだな。私は鹿せんべい風呂に入りたい。却下。シュニュン食堂。鹿せんべいで部費を使い切る気か。そういうんじゃなくてもっとちゃんとしたやつ。それ以外となると特にないかな。鹿部ってお前が作った部活だよね。なんで作ったの？こいつはダメだ。まるで後輩に示しがつかない。次は鹿見習い馬車目。部室で米を炊くな。コシタン先輩もいります？いらん。お前は鹿になりたいとか言ってたし、具体的にやりたいことがあるんじゃないか。そうだな。馬車目、田んぼ作りたいです。なんて？田んぼ？畑でもいいです。いや、知らんけど。馬車目、気づいたんです。鹿としてこの現代社会というサバンナを生き抜くために必要なこと、それは自給自足だって。なのでまず部室の横に田んぼを作ります。馬車目、鹿としてしっかり米育てます。鹿とは10話をお楽しみに。くそ、どいつもこいつも。残るはあんこ。お前だけが頼りだ。そうな。私はお姉ちゃんを助けたくて鹿部に入ったから、お姉ちゃんの隣でお姉ちゃんのことを支えていきたいかな。あんこ、さすが私の妹。やっぱりお前だけだ。そしてあわよくばお姉ちゃんを私なしでは生きられないようにしたい。こわ3秒前の感動を返してほしい。そういうコシタンはどうなのさ。ふんす、私はお前らと違ってちゃんと考えてるからな。例えば？
いろいろあるが、まずは手始めに手始めに物質をもっと可愛くしたい。もう十分だと思うけど。いや、この建物もともと古い倉庫だし、いっそもっと可愛いのに建て替えて。コシタンが一番シカ部に関係なくない？生徒会長が公私混同していいのかしら。棚上げってやつですね。物質を快適にするのは別に悪いことじゃないし、鹿が過ごしやすくなるための環境を整えるのは部長の責務だし。それなら鹿せんべい風呂だって許されるじゃん。馬車目の田んぼも。私がお姉ちゃんと部室であんなことやこんなことしたいという気持ちも。あんこだけなんか変わってない？そもそもコシタンは間違ってる。鹿部の本分は鹿のお世話をすること。お世話係ならもっと私のことお世話すべき。このままだと愛想を尽かして出て行っちゃうぞ。はあ？そうなると鹿部から鹿がいなくなっちゃうわね。そうしたら鹿部は廃部になって。コシタン先輩は鹿部を廃部に追いやった責任問題を問われますね。ちょというわけで鹿部の活動方針以前に鹿への待遇改善を求めます。めちゃくちゃ正論ぶつけてきやがる。くそ、じゃあ私は何すればいいんだよ。ブラッシング。普通じゃん。ほい。さあどんとこい。なるほど。より良い鹿になるにはブラッシングが不可欠。馬車目学びました。さすがのコタン先輩。いや、別にブラッシング関係ないと思う。コシタン先輩、馬車目の頭も開いてますよ。先輩には全く興味はありませんが、先輩がそこまで馬車目のことをブラッシングしたいというのであればやぶさかではありません。なんで上からなんだよ。言ってねえよ別に。にゅん。は二人とも、いや2匹とも。お世話係であるお姉ちゃんのこと何も分かってないわね。ポットでの2匹より15年連れ添った私の方がいいに決まってるじゃない。そう、つまり私が最も鹿部の鹿としての適性があるのよ。お前いつから鹿になったの？私のお世話係じゃなかった？ほらお姉ちゃん、どう？そんな害獣たちよりも私をブラッシングしたいわよね。ねえ、圧が強い。こうなったら誰が一番本物の鹿か勝負だ。望むところよ。馬車目も負けません。会議だっつってんだろ。私が鹿よ。鹿よ。これが問題の鹿部ね。わらわら集まる鹿。どこから来るのか鹿。しかいない。そんなにおいしい鹿せんべい。丸くてこんがり散らさないで。どうしてそんなに欲しがるの？頭がいいのかしか。持ってるとバレるのなぜ？鹿いない。晴れても雨でも鹿のため。いよいよ新学期が始まりました。改めて新生徒会としてこのメンバーで活動していきたいと思います。全校生徒の模範となるべくみんなで力を合わせて生徒会を日野南高校を盛り上げていきましょう。く
これ今までは鹿の子のせいでバタバタしてたけど、本来私はこういうの目指してたんだから。コシタンは知らなかった。この生徒会に秘密があることを。それはこの3人の中に鹿部廃部を狙っているやつがいるのである。その頃狙われている鹿部ではノコタンが日向ぼっこしていた。鹿の子の子の子こしタンタン、鹿の子の子の子こしタンタン、鹿の子の子の子こしタンタン、鹿の子の子の子こしタンタン。鹿の子とこどこ現るのこの子、つのつのぴょこぴょこ、見た目はおにゃんの子。近頃噂のなかなかきわものお手並みいかほどヘナチョコ。その昔からジャパンに生息、鹿神秘なら無限にください。細かいはまかまかも鹿は牛か、でもまとめてるテーマ。ニョニョステップで踊ろう、夜が明けるまで何度だって反芻したいのの予測不可能しかいのです。アッパンギャルドでオーライカボスマシマシ、いつの間に癖になってのあちゃでめちゃらしかいのです。破天荒バッチかもなんでもあり、ルールなんてなし、君の笑顔で元気満タン、もしかして運命のまま紛合う、心のどこかで虎視眈々、君とならいつまでも。鹿の子の子の子虎視眈々、鹿の子の子の子虎視眈々。仕事が溜まってるから早速作業に取り掛かりましょう。まずは新入生用の冊子作りからね。これを印刷して。会長、プリントならすでに印刷しておきました。これ全部猫山田さんが準備してくれたの？すごいそうよ、もっと私に感謝しひれ伏しなさい。なんたって私の野望はあんたを倒すことなんだから。新生徒会長おめでとうございます。コシさんこっち向いて。なんなの？成績優秀、全校生徒の憧れの的。なんなの？それによくわからない鹿部もなんだかんだで人気みたいだし。なんなの？私は決めたのよ。こいつにボロを出させて鹿部を廃部に追いやり、生徒会長の座はもちろん学校一のマドンナの座からも引きずり下ろしてやるって。そのためには何かこいつの弱みをつかまないと。誰が敵なのかあっさり明かすのがこの作品のスタイル。ありがとう猫山田さん、仕事が早いのね。まったく会長は仕事が遅すぎやしませんか？こんな人が生徒会長だと先が思いやられますね。ツンツンしてるけど仕事はしっかりしてくれるし、悪いやつではなさそうなんだよね。よいしょ。ほら会長、もたもたしてないで早く作業しなさいな。冷たい。かわいい。ちょっと聞いてるの？ねえ、こら聞きなさいよ。こら、会長、こっちのプリントまとめ終わりました。ありがとうたぬき工事さん、助かるわ。いえ、私にできるのはこれくらいですので。それじゃああとはあら、これ順番が少し違うかも。この世の終わりみたいな顔。大丈夫よたぬき工事さん、一緒に直しましょう。やっぱり事務作業もろくにできない私が生徒会なんて間違ってたのかもしれません。そんなことないわ、誰にでもミスはあるもの。でももし順番を間違えたままこのプリントが1年生の元に渡っていたら、新学期早々
罪混乱。いや、さすがにそこまで。私のせいで全校生徒から糾弾され、生徒会への信用は地に落ち、コシさんは責任を問われ生徒会長を辞任、学校を去る羽目に。あなた想像力豊かね。もしそうなったら私全校生徒の前で腹を切ります。責任の取り方が重すぎる。生徒会もなかなかに癖の強いメンバーなんだよね。残るわ。そういえば燕屋さんはどうして生徒会に？絹に誘われて。何か生徒会でやってみたいこととかあるかしら？特には。全然話が広がんねえ。何？最近の JK ってこういう感じなの？コシタンも最近の JK です。でも1年間一緒にやっていく仲間だしな。ちゃんと仲は深めねえと。はい。一つお聞きしたいことが。会長は歯科部の部長も兼任されていると聞きましたが、本当ですか？そうだけど、それが何か？いえ。何？なんで聞いた？もしや歯科部がアホみたいな部活ってバレてる？ここは一か八か。燕屋さん、歯科部に入部希望だったりするのかしら？マジで何？どういう感情の顔？いいわよいいわよ、ツバメにたぬき。そうやってどんどんやつにプレッシャーをかけていきなさい。これならやつが弱みを見せるのも時間の問題だわ。はあ、なんとか終わったわね。みんなお疲れ様。お力になれずすみません。もうこんな時間。早く部活に行かなくちゃ。しょうがないですね。生徒会室の鍵締めはこっちでやっておきますよ。いいの？ありがとう。さすが副会長、頼りになるわ。コシタン遅い。うるせえ。こっちとら生徒会の仕事が押しちまったんだよ。これで今日は無事終了っと。それじゃ私たちも帰りも。しまった。作業に集中しすぎて歯科部のこと何もできなかった。頑張れ猫ちゃん。歯科部廃部への戦いはまだ始まったばかりだ。私、越トラコ、歯科部部長兼生徒会長やってます。表向きは優等生だけど、実は元ヤンで、歯科部メンバー以外に素性を知られたら大変。そう、こんな時でも。コシタン、お客さんだよ。燕屋さん、いらっしゃい。歯科部に遊びに来てくれたの？お邪魔してます。いや、何この状況。なんで燕屋が歯科部に？もしやこいつマジで歯科部に興味が？歯科部、まずい。このままだと歯科部での私の本性がバレて。会長って元ヤンだったんですね。ならばここは一つ、私が歯科部でもしっかり優等生してるところを見せつけねば。鹿の子さん、ちょっといいか、お前あいつが帰るまで余計なことすんなよ。何故？いいから。よくわからんけど勝手に承知の鹿。燕屋さん、今日は
鹿部に来てくれてありが。それでつばめ先輩は秋田小町派、それとも夢ピリカ派ですか？お姉ちゃんとのただれた関係には誰にも割り込ませないんだから。ところで燕屋さんは鹿部がどんな活動をしてるかご存知かしら？活動ってことあり。鹿部って実はいろんな活動をしてるのよ。例えば実際に野生の鹿と触れ合ったり、その時のコシタンがこれです。着ぐるみをおい、余計なことすんな。っていうかなぜこんな映像が。前回放送の第3話の録画だよ。いかに野生の鹿とコミュニケーションをとっているか、鹿部の活動を紹介したまでだが、それが余計なの。てかあの鹿野生じゃねえじゃん。ふむふむ、自作のオリジナルソングとは人に黒歴史ありですね。さすがお姉ちゃん、いつもお風呂で歌ってるもんね。黒歴史。違うの燕屋さん、この映像はちょっとしたお遊びで。お遊び？あの日のことはコシタンにとってお遊びだったっていうの？きっと角田さんも泣いてるわ。ややこしくなるから黙っててくれない？それと角田さんって誰？あ、角田さん。お前かって脱走しすぎだろ。まずい。とりあえずお茶飲んでいって。ありがとうございます。それにしても相変わらず何考えてるかわからんやつだな。悪いやつではないんだけど壁を感じるっつうか。何してんのよ。何っておもてなし。鹿のおやつでもてなすな。ごめんなさいね燕屋さん、うちの鹿が変な真似を。なんか明らかに嬉しそうなんだけど。いやー、こんなに喜んでもらえるともてなしがいがあるな。そうだ、特別にこれをあげよう。はやくさー。いや、草もらって喜ぶ人間がどこに。いたー、すっごい目の前にいたー。おかしい、なんでさっきから私には反応薄いのに鹿の子の方は嬉しそうなんだ。私だって後輩に懐かれたい、先輩として慕ってほしい。鹿の子に負けたくない。コシタンは頑張った。近所の懐かない犬のごとく塩対応を続ける後輩を手なずけようと手を変え品を変え頑張ったが、しかし惨敗、圧倒的惨敗。もしかして私嫌われてる？そろそろ失礼します。いろいろありがとうございました。あ、そう。じゃあね、また来てね。はい。あの草の良さがわかるとは、あやつなかなか見る目がある。先輩。いげん。ただいま。おう千春、おかえり。どうしたんだその顔。おい千春、また来てね。先輩とのこたん先輩と喋れた。説明しよう。燕谷千春は一見クールな女の子だが、その実態は超ノコタンファン。間近で見るのこたん先輩、可愛かった。知り合いのコシタンがいるなら緊張せずに話せるかと思い、勇気を出してノコタンに会いに行ったのだ。そういえばのこ先輩と普通におしゃべりできる会長が羨ましくて、ついじっと見ちゃったな。気を悪くしてないといいけど。翌日。負けねえ。鹿の子になんて負けるか。私も後輩に慕われる先輩に。
私の雑務についてきてもらってしまって。気にしないで、私も手が空いてたし、2人でやった方が早く終わるもの。後輩に慕われる先輩その1、困っている時にすぐに手を貸してくれる。会長、ありがとうございます。備品の数を数えるんだったわね。それにしても体育倉庫なんて初めて入ったわ。私もです。漫画とかだと体育倉庫ってよく閉じ込められたりするよね。後輩に慕われる先輩その2、気さくに冗談とかを言ってくれる。私たちも閉じ込められたりして。おい一年、鍵ちゃんと閉めとけって言っただろ。すみません。中にまだいるんですけど。たぬき工事さん大丈夫？全然大丈夫じゃない。なんてベタな展開。困ったな。助けを呼ぼうにもこんなとこめったに人は来ねえし、スマホもカバンに入れっぱなしだし。たぬき工事さん、何して？ちょいやめなさいよ、縁起でもない。だってもう一生ここから出られないかもしれないですし。なわけないでしょ。何をどう考えたらそうなるの。密室の体育倉庫といえばタブコメの定番。でも私が会長とそんなことになるなんて恐れ多すぎてありえません。そうなると残された道は誰も助けに来ず過ぎ去る日々、尽きる体力、疲弊する精神、そして CR のみ。それでひなみなみ校の自爆霊として未来英語を語り継がれ、大して面白くもない動画にされちゃうんだ。見てる。思考の飛躍がすごい。そして想像力豊か。大丈夫よ。そうなる前に心配した誰かが探しに来てくれるから。何か聞こえる。この声は。鹿の子？なんでこんなところに？ってそんなことはこの際どうだっていいや。おい鹿の子さん、私よ、腰トラコよ。群れからはぐれた鹿せんべい、路頭に迷った鹿せんべい、一人凍える君を抱きしめて帰ったあの夜。鹿の子さんって何この歌。一匹と一枚、鹿と鹿せんべい、肩を寄せ合い確かな絆がそこにあった。家族になれた気がし。ちょっと聞こえてる？鹿の子さん。でもどこか寂しそうな瞳、本当は気づいてる。日のじゃダメだってことならの鹿が君を呼んでることって投げ捨ててんじゃん。関東台無しじゃん。何この歌。ニューフ紅白やり答えいけるな。いけるか。わ、そんなことしてる場合じゃない。おいこら待てー。行っちゃった。やっぱりおとなしく助けを待つしかないみたいね。たぬき工事さん。あれ、たぬき工事さんどこ？ここです。なんで？反省をしてます。反省？閉じ込められたのはきっと私のせいです。罰が当たったんです。聞かせて。一体何の罰かわからないけど、私だって少しはたぬき工事さんの力になれるかもしれないわ。会長。後輩に慕われる先輩その3、とりあえず相談に乗ってくれる。私この前クラスの自己紹介で。自己紹介で？料理なんてろくにしたことないのに趣味は料理ですって嘘ついちゃったんです。犯した罪に可愛げがありすぎる。得意料理は卵かけご飯から
です。なのに生徒会役員が嘘つきなんて間違いだったんです。さすがにネガティブが過ぎない？いいから出てきなさい。ダメです。ここで一生安静してます。扉がどうしたんだ。助けに来てくれたのか？何のこと？飛び箱の中でこっそり栽培してたキノコを取りに来ただけだよ。お前そんなことしてたの？こうしたんこそこんなところで何してるの？かくれんぼ？いや私は別に。もしや私のキノコを狙ってそんなわけあるかい。だよね。今日やっと収穫できるって楽しみにしてたんだ。密漁者か。すみません。違法栽培者が何言ってんのよ。虎視眈とタヌキ無事生還。おかわり。なんで誰も来ないのよ。にゃわらわらつまるしか。どこから来るのかしか。しかいない。そんなにおいしい鹿せんべい。丸くてこんがり散らさないで。どうしてそんなに欲しがるの。頭がいいのかしか。持ってるとバレるのなぜ。鹿いない。晴れても雨でも鹿のため。元ヤン猫かぶり優等生虎視眈は優等生ぶりを示すためにしばしば早起きである。誰かが褒めに見せかけたディスりをしている気がする。いやいや、最近ちょっと変人鹿女にペースを狂わされていただけで。落ち着けばこういう爽やかな朝が似合う清楚なコシトラコさんなのさ。手紙？鹿の子の子の子こしたんたん。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 鹿の子とことこ現るのこのこ。つのつのぴょこぴょこ。見た目はおにゃの子。近頃噂のなかなか極物お手並みいかほどへのチョコ。
くにいるんだよ。お前いつも遅刻ギリギリだろうが。寝てたんだけど寝返り打ってたら学校に着いてた。どんな寝相。こんな寝相。それにしても日の一のヤンキーだったこの私が背後を取られるとは。こちとら命の取り合いしてたっつうのに。命の取り合いだったら私もいつもしてるよ。嘘つけ。どこの脱走兵だよ。下駄箱に手紙ってこれラブレターなのでは。もしかしてもらうの初めて？そんなわけ。私くらいの美少女になっちゃうと高値の花すぎてって思ってるのかもな。でもそろそろ来てもおかしくない頃合いかなとは。なんだよその目。そういうお前はもらったことあるのかよ。ラブレターないんかい。じゃあ何なんだその自信満々な態度は。ないけど今まさに私の下駄箱からもラブレターの気配を感じる。この角がそう告げてるんや。にわかには信じがたい。だがついこないだあんなこともあったし。いざオープン。ないじゃん。めっちゃショック受け取る。いや気にすんなって。こういうのはほらご縁っていうかタイミングだから。あ？いいもん。きっと今頃テレビ局と配信会社と講談社に山ほど私宛てのファンレターやメールが届いてるはずだし。何の話？よければ送ってあげてください。で、コシタンはそのラブレターの人と付き合うの？付き合う？いやまだラブレターって決まったわけじゃん。それに急に付き合うとか言われても。何甘っちょろいこと言ってんねえ。コシタンはそうやって逃げてればいいが、ラブレターを書いた人の気持ちはどうなる？ちゃんと考えてから答えを出すべきじゃないのか。正論。時間をかけて真剣に向き合って、もしコシタンも相手に惹かれたならその時はさ、私の分も恋愛してよね。鹿の子。そうよね。向こうは真剣に考えてくれてるんだもの。私もちゃんと向き合って考えなきゃ。クソがなんか言えよ。喧嘩くれメンチ切って売りやがれクソが。いや別に本気でラブレターとか思ってなかったけどマジで。だからなんか言えっての。よく来たわね、日野の猛獣コシトラコ。こんな朝っぱらからご苦労なこったな。手紙ラブレターみたいでドキドキしたでしょ。それにしてもずいぶんチンケなペットを飼い始めたのね。ペット？にゅーん。お前のことだよ。ってなんでお前ついてきてんだよ。なんでもいいけど、今日ここであんたを潰して日の一強えヤンキーの座は私がいただくから。ごめんなさい。あいにく今は堅気の人間なの。でもこの後付きまとわれても迷惑だし。とっとと終わらせるぞ。ぬぬん。いやなんでお前が戦う気満々だよ。ぬぬん。しかぶ仲間として助太刀いたす。来い。いらねえから。コシタン、私が誰か忘れたの？あ？私は鹿と人のハイブリッド。言うなればそう、霊長類最強の鹿。いやなんか弱そうだけど。とりあえず吉田沙保里を倒してから出直してほしい。何やがって、その余裕も今のうちよ。もらったー。
獲物持ったやつらと3対1。捨て頃じゃちょっときついか。コシタ、これを使ってねえ、使えるかこんなもん。体育館を爆破とはさすが元ヤンコシタン。お前のせいだろ。てかお前も吹っ飛んでんじゃん。いい加減な逆アニメでよかった。シカシカ。奴が転校してきて以来、ずっと私ばかり振り回されている。そしてとうとう新聞沙汰。こうなったら見つけるしかない、奴の弱みを。とまあ部活のない放課後のあいつの行動を探ろうと尾行しているわけだが、なんにもしねえ。もう1時間もあそこに座ってるぞ。待ち合わせ？暇つぶし？一体何を？あいつもしや家がないのか？お腹すいたな。ビンゴじゃない。家どころか食い物を買う金もないってか？おやつでも食べるか。無味無臭で硬いって言ってた角しか食うもんがないのか？さすがに気の毒だな。しょうがねえ、飯でもおごってやるか。うまい。バカな！バナナです。落ち着け私。尾行はまだ始まったばかりだ。奴を泳がせてもうない。確実に弱みをつかむんだ。そろそろ行くか。お、帰るか？そうだよな。さすがに家くらいはあるよな。角田さん、ナッチュナッツ。ー。にゅん。おいおい、まさかここが家なの？角田と同居？にしてもきっと、いや鹿の展示なのこれ。何この意味不明な展示。正気か日の動物園。わー、鹿だー。かわいいね。ようこそ日の動物園へ。しゃべった。賢い。普通に喋っていいのかよ。ここでは鹿の展示をしてるよ。おいおい、立っちゃったよ。立った。鹿すごーい。鹿って一体。崩れゆく鹿の概念。鹿コーナーでは鹿の餌やり体験ができるよ。やってみたーい。やろうやろう。一人300円です。いや、お前が回収すんのかい。はい。うわー、鹿せんべい初めて見た。どの子にあげよっかな。あ、子供の鹿かな。ほらおいで。鹿せんべいだよ。はい。うわー、何よこの鹿、離しなさいよ。自分で餌をって自分で食べるってなんだよ。弱みどころか謎がどんどん深まっていく。っていうか、なんで誰もあいつが展示されてることに突っ込まないわけ？私がおかしいんか？ただいまより日野動物園名物鹿の大名行列が始まります。通路を開けてお待ちください。鹿の大名行列？なんか乗っとる。何これ？こういうのってもっと小さい動物がやるんじゃないの？なんという愛らしさと立派な角じゃ。鹿が心を開いておる。急に誰？みなされ。今度は何？何このイリュージョン。しっかり受けてるし。鹿姉様、セーラー服を着ているの。鹿姉様って何？まるで鹿の草原を
の草原とは。その者セーラー服をまといて鹿の野に降り立つべし。古き言い伝えはまことであった。そんなふりここまで一個もなかったけど。あれ、こしたんだ。いえ、こんなところで何してんの？変な格好。いや別に暇だからブラブラしてただけっつうか。たまには動物園もいいかなみたいな。ふーん。なんだよ。こしたんもしかして私のファン？図に乗るなよ。本日は日野動物園にお越しいただきありがとうございます。当園は午後5時にて閉園となります。またのお越しを心よりお待ちしております。懐かしした。いやー、今日もバイト大変だったな。バイト？ここに住んでるわけじゃなかったのか。頑張ったご褒美に今日はタピって帰ろうと。はあ？お前金あんの？あるよ。何そのえっくい札束。だったら公園で寂しそうにしてんじゃねえよ。何怒ってるの？怒ってねえよ。ねえねえ、こしたんも一緒にタピろ。はあ？誰がてめえなんかと。馬？鹿でしょ？ここのタピうまうまなんだからうま鹿学校帰りに買い食いという青春っぽいイベントを初体験したコシタンは、じゃあまた明日。ああ。ノコタンへのさらなる尾行をすっかり忘れ、笑顔で帰途に着いたのであった。相変わらずのチョロさであった。シカ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 猫山田猫生徒会副会長、身長132センチ。実は彼女は鹿部廃部と虎視眈の失脚を目論んでいる。会長は今担任に呼ばれてここにはいないはず。今のうちにこの私が生徒会長となり学校一のマドンナとなるために今日こそ掴んでやるわ、会長の弱みを。びっくりした。脅かさないでよ。それはこっちのセリフだよ。こんなとこで何してたの？それは何？もしかして入部希望？いや、なんだ、そういうことなら早く言ってよ。今そっち行くね。よし、今のうちに。お待たせ。ようこそ鹿部へ。めちゃくちゃ浮かれポンチなやつ来たいやー、鹿部に新たな入部希望者だなんて嬉しいな。どうして鹿部に？やっぱこれからの時代鹿だと思うんだよね。やっぱ鹿に憧れて鹿いいよね。鹿のどこが好き？やっぱ角。鹿せんべい食べる？違いにゃん。違うって何が？私別に入部希望じゃなくて、そうたまたま通りがかっただけというか、だから申し訳ないんですけど、入部はちょっと。そっか、全部私の早とちりだったってわけか。めちゃめちゃショック受けてる。ごめん、入部志望は少ないからつい嬉しくて調子こいてこんな浮かれポンチな格好までして。笑いよかいチキシュー。罪悪感半端な。そうだ、せっかくだから体験入部とかしてみようかな。ま、何か会長の情報もつかめるかもしれないし。本当？こいつ単純そうだから手駒にできるかもだし。じゃあ自己紹介。私は鹿の子の子、のこたんって呼んでね。猫山田猫、3年生よ。よろしくね、鹿山田さん。ナチュラルに鹿にしないでくれない？多分フルネームは鹿山田鹿です。さて、それじゃあいつもの鹿連始めるぞ。
せっかくだから鹿山田さんも一緒に鹿連やってね。鹿連って何？鹿山田の方はもう受け入れたようだ。その前にまず部員紹介します。こっちが我が鹿部2匹目の鹿、馬車目だ。馬車目めめです。鹿部所属の鹿見習い、人以上鹿未満の新1年生です。なんで米食ってんのこの人。あと早く田んぼ作りたいです。誰に言ってんの？私は3年生だから先輩ね。よろしくお願いします。でも鹿としては馬車目の方が先輩なので、そこんとこ履き違えないでください。はいさせん。郷に行っては郷に従え、鹿部に行っては鹿に従え。こっちが3匹目の鹿、あんこだ。あなたに鹿呼ばわりされる言われはないわ。でも前鹿だって。私を鹿と呼んでいいのはお姉ちゃんだけ。私はお姉ちゃん専用の鹿なのよ。あなた生徒会長の妹さんよね。そうですが。生徒会長専用の鹿って？言葉の通りですが、何か問題でも？いえ、問題ないです。全然。じゃあそろそろ鹿連始めるよ。まずはこれは鹿せんべいですよね。これが何か？何すんのよ鹿山だ。お前それでも鹿志望か！いや、そんなこと言われても、ただ鹿せんべいを差し出されただけで何も言われてないし。馬車目、先輩鹿として手本を見せてやる。鹿たるもの鹿せんべいを見つけたら即座に食すべし。鹿の基本だ。これはその反射神経を鍛える訓練。次からは戦場のつもりでかかってきな。イエスさん。一生戦地に赴くことがないことを祈ります。次あんこ。私はお姉ちゃんの鹿せんべいしか食べないわ。で、なんでお姉ちゃん来てないの？こしたんならなんか担任に呼び出されてたから来れないかも。そういうことは早く言いなさいよ。今ならお姉ちゃんの部屋忍び込み放題。あんなことやこんなことやり放題って言うことかな。練習真っ最中に帰るの？自由すぎじゃない？次綱連。角連？鹿たるもの角を自在に生やせなくてはならない。こんな風に。鹿の中でも特殊な技術じゃないそれ。のこたん先輩、新人に角連はまだ早いのでは？いや、お前も新人だろうが。馬車目、お前の言いたいことはわかる。だがな、さっき一目見てわかったんだよ。こいつには鹿の才能があるってね。さあ訓練だ。はい。目をつむりイメージしてみて。角が伸びていく姿を。角が伸びる。そうそう、リラックスして。角が伸びるイメージ。角が伸びるイメージ。で、結局あんたの角が伸びるんかい。こんな新人がなぜ？すごいぞ鹿山だ。まさかここまでの逸材とは。これで正解なの？ここまで伸ばせるやつは私も見たことがないぞ。羨ましい。もしかして私本当に鹿の才能があるのかも。猫ちゃんもコシタン同様、なかなかにちょろかった。今日の部活は以上だ。よく頑張ったな鹿山だ。お前にこれを授けよう。おめでとう。これでお前も立派な鹿だ。教官、悔しいけど見事な鹿ですね。やったー、鹿部最高。にゃん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 。今日もまた何もコシトラコの弱みを見つけられなかった。頑張れ猫ちゃん。今日の経験はいつか役に立つ日が来るかもしれないし、来ないかもしれない。
いつも鹿の子のこのこ虎視眈々をご覧の皆様、誠にありがとうございます。鹿愛護団体からの抗議にビクビクする中、無事放送も折り返し地点を迎えました。そこで今回は特別編として通常の話に加え18本立てのミニエピソード集をお送りします。いやー、18本立てとかお得ですね。始まるなち。鹿の子のこのこ虎視眈々、鹿の子のこのこ虎視眈々、鹿の子のこのこ虎視眈々、鹿の子のこのこ虎視眈々。鹿の子とこどこ現るのこのこ、つのつのぴょこぴょこ、見た目はおにゃの子、近頃噂のなかなかきわものお手並みいかほどへのチョコ、その昔からジャパンに生息、鹿新品なら無限にください、細かいはまかまかも鹿は牛か、でもまとめてるでもののステップで踊ろう、夜が明けるまで何度だって反芻したいの予測不可能しかいのですアーバンギャルドでオーライカボスマシマシいつの間に癖になってあちゃでめちゃらしかいのです破天荒バチかもなんでもありルールなんてなし君の笑顔で元気満タンもしかして運命のまま舞い合う心のどこかで虎視眈々君とならいつまでも鹿の子のこのこ虎視眈々鹿の子のこのこ虎視眈々コシタン今から超能力使うから見ててくにゃなな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 光り出した？まさか本当に？そっちかーい。コーヒーでも飲みて。飲む？あんの？やっぱいい。むしゃ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 鹿せんべい代、あんこと鹿の子に破壊された物質修繕費、虎視トラコ王決定戦経費、まあ部費が足りん。つうかあの決定戦も鹿部持ちかよ、ちくしょう。コシタンメルカリで売る？売れた！部費ゲット。どういう原理？時代は鹿なんじゃなかったの？来世に期待。鹿部で抱き枕カバーとか出したらいいと思うんだよね。どうした急に？試しに作ってみたんだけど。行動力の化身か？つか角ついてる。コシタン見てみて。どう？角邪魔。それじゃあ鹿部の T シャツは？まあそんくらいなら。できた！再びの行動力の化身。早速着るぞー。あなたが落としたのは金の角ですか？銀の角ですか？急に何？あなたが落としたのは金の角ですか？銀の角ですか？これ答えないと進まないやつじゃん。別にどっちも落としてないけど。
正直者の虎視眈にはゲーミング角をあげよう。ゲーミング角？はっ目だギャー。お、ストローじゃねえ、角だこれ。角。あんこってはすっかり高校生らしくなって中学の制服も似合ってたけどセーラー服もいいな。お姉ちゃんとお揃い？私以外ともお揃いだけどな。でもちょっと大きいなそれ。ぴったりのサイズにしなかったのか？これお姉ちゃんのお下がりだから。へえ、私のむわーまましかテレビをご覧の皆様、今週ものつのつショッピングのお時間がやってまいりました。今回ご紹介したいのはこちら、角型印鑑ケースです。今流行ってますよね。ちょうど欲しかったんですよ。通常税込み29,800円のところ、今回に限りなんと2キュッパ 90% オフの2980円。2980円、本当に？さらに3個セットなら送料無料。今なら角のぬいぐるみ、角美容液、角の木彫りがついてくる。お得。いいや、角型印鑑ケースで。千春、嬉しそうだね。それ何？角型印鑑ケース。角型印鑑ケース？素敵だね。他にも角のぬいぐるみとか角美容液とか木彫りの角とか。ぬいぐるみかわいい。絹にも一つあげる。いいの？私みたいなダメダメな幼なじみに。千春。どう絹にはいつもお世話になってる。角型印鑑ケース、本当に流行ってんのかな？いやいや、別に使うんでしょあんな。でも送料無料か。 90% オフ。ぬいぐるみと木彫りと美容液付き2キュッパ。お得では。買った。猫だ、かわいい。鹿の方が可愛いが。猫と張り合うなよ。うわ、風強い。馬車目の方が強いですが。お前は何と張り合ってんの？お姉ちゃん、お茶入れてきたわ。ああ、ありがとお姉ちゃん、おやつ持ってきたわ。う。ああ、ありがとう。お姉ちゃん、お茶のおかわり持ってきたわ。お姉ちゃん、ちょっと一人にさせてくんない？はあ。新人先輩に挨拶。ノース。バンドやろうぜ。深夜アニメにでも影響されたの？というわけで楽器を集めてきました。どんなラインナップ？奏でられるメロディーがまるで想像つかん。じゃあ私ブブゼラ。採用。じゃあって何？ラインナップにないが。馬車目口笛吹けます。採用。バンドサウンドに口笛入れる余地なくない？吹けてねえし。じゃあ私ボーカル。ずるっ。コシタン、ウドゥドラム、テルミン、尺八。シカ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 
ついに日野市にも夏が来た。まさか日野市にも夏が来るなんてね、お姉ちゃん。いや、日野市にだって夏は来るよ。あんこもナレーションも日野市を人知の及ばぬ人外魔境だとか思ってない？原作は3年以上夏が来なかったので。それはともかく夏服もいいわよね。そうだな。見慣れた制服も半袖になったりするとなんか爽やかで目の保養になるなんてな。そうね。お姉ちゃんの半袖でむき出しになった二の腕のラインとか、ゆるい袖口から鑑賞できる魅惑の脇の下とか、見放題なんて最高。どこ見てんだお前は。もちろん薄手の夏服の背中から透けて見える純白のブラ紐よ。怖っ。お姉ちゃんってば照れちゃってかわいい。けだものの目をして近づくんじゃねえ。あ、コイさんと妹さんよ。朝から仲がいいのね。姉妹ゆりいける。あ、コイさんとこしあん。けだものが増えた。今日も鹿活頑張ろうね。いや、お前今度は何があった？そんなこんなで放課後。時間が経ってもそのままなのね。どこかおかしいところはないの？全然。角もちゃんと動くし。普通角は動かねえんだよ。いや、ほんと今更だけど。なんか拾い食いでもして変な病気もらってきたんじゃないだろうな。ちっけえな。拾い食いなんて鹿せんべいしかしてないよ。食ってんじゃねえか。なら以外で鹿せんべいが道端に落ちているのってちょっとレアね。馬車目わかりました。その体の反転見覚えがあります。それは確かに病気です。マジかよ馬車目。はい、のこたん先輩の病気は稲の天敵いもち病ですいもち病とは稲に発生する病気の一つである。いもち病菌に感染した稲には斑点が浮かび、症状が悪化していくとついには完全に枯れてしまう。米の収穫量が激減するどころか全滅の恐れもあるため、稲作農家が最も恐れる病気と言える。動物の病気ですらね。間違いありません。馬車目鉄腕ダッシュ見てるから詳しいんです。いや、確かにダッシュはガチだが、それはそれとしてイラッとすんだけど、その顔。私鹿じゃなくて稲だった。鹿さんとか稲さんとか昔の日本女性の名前によくあるわね。馬車目のこたん先輩を一人の鹿として尊敬しています。ですが日本の食料自給率低下を憂う者としていもち病は見過ごせません。社会派アニメ鹿の子のこの子虎視眈々をよろしく。お前さんの言う通りだ馬車目。病に侵されたこの体で全国の米農家さんに迷惑をかけるわけにはいかねえ。鹿の子？鹿は死なずただ消えゆくのみ。コシタン、鹿部のこと頼んだぜ。おい、頼むってなんだよ。お前が始めた鹿部だろ。あばよ、コシタン。鹿の子。コシタン先輩って雰囲気に流されるタイプですよね。そこがお姉ちゃんの超いいとこなの。角田さん、またしゃぶり？ダメだよ、外は暑いからって。野生はどこに行った？おい、鹿の子、角田さんの体。なち、お揃いだね、角田さん。お姉ちゃん、これってもしかして病気じゃなくて毛の生え変わりじゃない？毛？鹿は年に2回夏毛と冬毛に生え変わる。そして夏毛だけにある印象的な斑点はカノコ模様と呼ばれている。ほら、世界的にも有名なあの小鹿にもあるやつ。おい、それ一番触れちゃいけないところ。著作権切れてるから大丈夫よ。多分。なんだ、毛の生え変わりだったのか。いや、うっかり。
なお本来夏芸の生え変わりは4月から5月。所詮はギャグアニメなので深く考えずに流してください。所詮とか言うな。馬車目は最初からのこたん先輩を信じてました。こいつでもどうりで昨日から抜け毛が多いはずだよ。ほら見て、こんなに。生え変わりどころかそれもはや脱皮。どこからどう見ても毛でしょ。怖いわ着るな。なかなかの通気性です。さあ、衣替えも終わったことだし、シカブの夏が始まるぞー。お姉ちゃん？いやあ、どうせとんでもない夏になるんだろうなってな。こうして装いも新たにし、シカブの暑い夏が始まる。あれ？千春、それ新しい角？うん、メルカリで2000円で買えたお買い得。そして暑い夏は特になんてことなく終わった。 B パートが終わる前に終わる夏に何か意味はあったのか。あんこちゃんチーズ、また毛が生え変わったんで、新しい抜け毛はこしあんにあげよう。おっと、手が滑った。もったいないですよ、あんこちゃん。この着心地は実に良いものです。あなたもいつまでそれ着てるの？抜け毛か。なんかいろいろ怖くなったので、これ以上考えることをやめたコシタンであった。シカブ撲滅計画について2人とも進捗を報告してちょうだい。進捗も何も、私と千原は別に撲滅しようなんて思ってないんですけど。はあ？タヌキ、あんた私に協力するって言ったじゃない。一言も言ってないですよ。なんですって。あとなんでもう冬服に戻ってるの？私夏服披露してないんだけど、夏休みも全く過ごした覚えがないんですけど。ごめんなさい。きっと半袖のズークから覗く私の二の腕のプニプニ具合が見苦しいせいで夏が終わってしまったんです。夏休みがないのは仕様です。ちょっといいかね。あら、あなた何か報告があるの？いや、なんであんたがいんのよ。これはシカブ撲滅会議なの。シカブのあんたがいたら。今はそんなことを話し合ってる場合ではない。シカブの関係者がそんなこととか。いや、私が言うことじゃないけど。私は世紀の大発見をした。大発見？これを見たまえ。何これ？土の子だ。絶対違う。なんなのよ、この得体の知れない球体。動いた。触手が伸びてるし、なんかうごうごしてるし、キモ。独特な形してますね。生命の神秘。意外と冷静。すごかろ。校庭で穴掘りしたら見つけた。何してんのよ。ってうちの学校こんなん埋まってんの？怖っ。そもそもツチノコってあれでしょ？未確認生命体のなんとも言えないフォルムの。こいつもなんとも言えないフォルムだろ。そうだけども、そもそもツチノコって存在しないんじゃ。今度は光った。これ見ろ、やっぱりツチノコだ。待って、私たちツチノコの共通認識できてる？どう見てもツチノコよりヤバい何かでしょ。こんなん絶対違うわよ。何が違うんだ。フォルムや生態に対して主観だけで違うと決めつけるのは早計というものでは。そもそもお前はツチノコを見たことがあるのか？これが絶対にツチノコじゃないと本当に言い切れるのか？逆になんでそこまでツチノコに仕立て上げたいの？待てよ、ツチノコ、鹿の子、これってもしかしてツチノコ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 タンタンってこと？何の話？ツチノコ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 タンタン始まります。でもよくよく見てると触覚とかこのスベスベの陶器のような肌とか可愛いかも。未確認生命体にそんな表現してるの初めて聞いたわ。ツッチ。名前とかつけちゃう感じの距離感なの？でも
さっきよりちょっと元気がないような。光ったのは何かの意思表示なんでしょうか。お腹空いてるのかも。なるほど、餌付けしよう。餌付けて、そもそも土、そいつが何食べるかわかるわけ？もちろん鹿せんべいだよ。何がもちろんなの？ほれ、鹿せんべいだぞ。お食べ。おば、鹿せんべい嫌いなのか？じゃあ草はそれとも食べるか？一口でいいから食べてみないか？なあ。それは威嚇なの？そんな、お前もしや土の子じゃないのか？だからさっきからそう言ってるでしょうが。虎視眈不在を感じさせない猫ちゃんの安定したツッコミが乱れ飛ぶ中、とりあえずいろいろ与えてみた結果、チョークを気に入った模様。担当だべ。スッチーとノコタン先輩のツーショット、貴重。あんたたちよくそんな得体の知れないものに構えるわね。慣れちゃえば犬や猫と一緒ですよ。先輩も触ってみたらいいのに。触るったって。遅れてごめんなさ。うわ、何その得体の知れない生き物です。猫山田さん？土の子です。絶対違うでしょう。っていうか、なんで鹿の子さんまでいるの？この子は私が育てます。何の話？責任を持って鹿部と生徒会共同で飼うことになりました。わらわら集まる鹿。どこから来るのかしか。鹿いない。そんなにおいしい鹿せんべい。丸くてこんがり散らさないで。どうしてそんなに欲しがるの？頭がいいのかしか。持ってるとバレるのなぜ？鹿いない。晴れても雨でも鹿のため。手紙？ついにこの季節がやってきたか。鹿コレというわけで、鹿コレクション2024に出ます。鹿の子の子の子こしタンタン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 。鹿の子とこどこ現るのこの子。つのつのぴょこぴょこ。見た目はおにゃの子。近頃噂のなかなか極物お手並みいかほどへのチョコ。その昔からジャパンに生息。
鹿これなんじゃそりゃ。鹿これをご存知ない？そんな全人類知ってるのが当然みたいな体で話されても。ああ、鹿これね。もうそんな時期ですね。鹿コレクション、通称鹿コレとはパリコレみたいな言い方するな。4年に1回世界のトップ鹿が集まる由緒正しき鹿の祭典。モデル歩きしてる。言ってしまえば鹿の品評会みたいなものですね。鹿の品評会とは？要は世界一イケてる鹿を決めるための大会って感じ。ゲストで芸能人とかも来る。そんな東京ガールズコレクションみたいなノリで鹿の品評会やるの？なんでお前ら知ってんの？なんでと言われても鹿界の常識ですよ。まあなんだ、好きにしろ。応援くらいはしてやっから。コシタンも出るんだよ。はあ？鹿の品評会なんだろ？私関係ないじゃん。ここ見て、飼い主と鹿1頭のペアで出場することって書いてある。いつお前の飼い主になった？私のお世話係でしょ。飼い主にまでなった覚えはないわい。無責任だ。飼育放棄だ。飼育してないっつーな。そんなひどいよコシタン。私のことは遊びだったなんて。よよよ。所詮あなたは遊びの鹿、お姉ちゃんのど本命は私。違うし。じゃあ馬車目が本命ですか？ごめんなさい、興味ないです。なんで私が振られた感じになってんの？惚れた鹿が悪いのか、騙した元ヤンが悪いのか。騙してねえ。おっとさりげなく元ヤン言うもう鵜飼先生に出場しますって言ってきちゃった。申し込みも完了しました。勝手にするな。部長は私だぞ。お前ら行動力の化身か。コシタンは乗り気じゃないのか。当たり前だろ。そんなわけわからんもんに付き合う。コシタンとなら優勝狙えると思ったんだけどな。優勝すればコシタンの優等生生活にも箔がつくし、部室だってもっと可愛く劇的ビフォーアフターれるのに。コシタンがダメって言うなら2人のどっちかに。私が買うのはお姉ちゃんだけ。馬車目は買われる側ですよ。そこをなんとか記念に出るだけでいいかおい、ら。記念に出る。生言ってんじゃねえよ。てっぺん飛んだ。コシタン！ぬぬん、鹿これに向けて特訓していくぞ。ああ！本番ではコシタンは上手、私は下手から登場。一緒にランウェイを歩いて審査員にアピール。わかった？おう。それじゃまずはコシタンが先に登場して私を呼んでみてよ。おいでって。はあ？やだよ、恥ずかしい。お姉ちゃん優勝したいんでしょ？アピールアピールですよ。しゃあねえ。鹿の子おいでギャー、前が見えねえ。そんな言葉で鹿の心が動くと思って。どれ？私が一回やってみせるから、あなたはそこでよく見ていなさい。なんだこれ。見えるぞ。私たち鹿部の奇跡が。一体何が起きてるんだ。いいこと。鹿これで評価されるのは毛並みや色合い。けどそれ以上に重視されるのは鹿と飼い主の絆。一人と一匹の間に流れる空気、お互いの視線、声のトーン、全身すべてで絆を表現し見せる。それを表現できずして優勝などありえない。さっきのは鹿の子が見せた幻影だというのか。やはりこいつただもんじゃねえ。1ヶ月いや1週間で仕上げるわ。
ついてきなさい。私があなたを立派な飼い主にしてあげる。はい先生。熱血展開に弱いんですね。少年マガジンとか読んでヤンキーになったからね、お姉ちゃん。そして1週間後。そう、そこでターン、笑顔を忘れずに。いいよコシタン、輝いてる。絆感じるよ。心が軽い。最初の羞恥心が嘘のよう。今はただ審査員に、いや全人類に見せたい私たちの最高のパフォーマンスを。ヘイカモン。どう？シカコレの練習はかどってる？いや、優等生のコシさんでもたまには弾けたい時だってあるわよね。いいと思うの、そういうの。息抜き的なね。それじゃあ部活頑張って。ほらコシタン、続けるよ。ぬんぬん。ちなみにシカコレの優勝は奈良公園の角山さんと鹿せんべい屋の田辺さんでした。ある日の鹿部。台本よし、 PC よし、鹿の子よし、あんこと馬車目はいないよし。鹿の子の子の子虎視眈々よし、やるぞ。はいどうも、鹿部チャンネルです。鹿部マイチューブ始めました。今日から私たち鹿部の活動をマイチューブで生配信していこうと思います。ぜひチャンネル登録してくださいね。よし、いい感じに始められたぞ。数日前。マイチューブ？そうそう、鹿部の活動の一環として部活の様子を配信してみたら。ほう、実績にもなるし、鹿部の宣伝にもなるし、何よりバズったら部費も増えるかも。部費？部費が増えれば部室をもっと快適にできるし、鹿部が評価されれば私の優等生ライフにさらに箔がつく。この配信何としても成功させてやる。よければコメントなどもしていただければ嬉しいです。とはいえ鹿部の配信なんかに来る人間がいるのか不安だけど。なんかいっぱい来た。そんなに需要あったの？ありがとうございます。それではまず私たち鹿部の鹿を紹介しようと思います。いや、まだ何も。うわー、何してんのよ。にゃん、スキンシップ。なぜ今？何？てーてー、尊いの意、使用例、残してーてーじゃー。改めて自己紹介を。私は鹿部部長の越トラコです。主に鹿の世話をしています。そしてこちらが我が部唯一の鹿の子の子です。あれ、鹿の子さん？急にのこたんです。鹿です。音うるさっていうか、角研ぎそこにあんだろ。壁で研ぐな猫か。なんだかさっきから角がかゆくって、コンクリートブロックのザラザラがいい塩梅なんだよ。いや、タイミング。すっきり。角めっちゃ柔らかくなっとる。どこだ。このままだといつもみたいにこいつのペースに流れを奪われてたまるか。鹿の子さん、隣に座ってくれる？それでは次のコーナーは鹿部の活動内容を。これせ。角伸びてる。鹿部の活動内容を紹介していきます。なんかツインテールみたい。いやいや、待て、なんか角増えてねえか。普段はブラッシングをしたり鹿せんべいをあげています。柔らかくなったから見慣れてないだけ。そう、これは目の錯覚。
とにかく今は配信に集中。それでは実際に鹿せんべいをあげてみたいと思い。ふわっぱふえてる。鹿の子さん、角増えてる。何言ってんの？うわー、なんかすごい伸び始めた。あったかい。ほっこりしとる場合か。なんなのこの状況。なんで角がこんなことに。コメント欄冷静か。なんか急にお腹すいたな。鹿せんべい食べたいな。取ってくれたの？いただきまーす。角も石持ち始めちゃってんじゃん。うわ鹿せんべい効果やば。これもう配信事故じゃん。このままだと部費はおろか、私の優等生ライフも終わる。一体どうすれば。奈良公園の鹿は1年に1回人間が角を切るらしいですね。それだ。食べても食べてもお腹減るな。鹿の子さん、にょん。悪く思わないでよね。トン。今こいつを止められるのは私しかいない。じゃあこしたん。鹿部の部費のためにも必ずここで食い止める。はー角落ちたね。そろそろかなと思ってたんだけどね。まさか配信中に落ちるとはね。にゃんにゃん。なんだそりゃ。お姉ちゃんかっこよかった。外したとこまで含めて。馬車目お腹いっぱいです。ってこのコメント、あんこと馬車目がいつから見てたの？最初から。本当？本当ですよ。配信なんかもう二度とやらんからな。そう固く心に誓った虎視眈であった。後日動画はバズって部費もちょっと増えた。なんで？ここは喫茶つばめ、日野市民の憩いの場。完璧なおもてなしこそ人生。それは私喫茶つばめのマスター燕屋義治が掲げるポリシーである。私の完璧なおもてなしは神対応と言われ、この店は日野市ではちょっとした有名店だ。まあそんなことは私にとってどうでもいい話なのだが、いい香りだ。有名になろうがなるまいが、私のポリシーは永遠に変わらない。今日も完璧なおもてなしをしてみせる。こんにちは。いらっしゃいませ。お客様は女子高生か。私の最高のおもてなしを見せてあげようじゃないか。あ、またやっちゃった。気をつけろよ。何が引っかかったの？角なんで？鹿には入りにくい扉だな。鹿？日野になぜ鹿？お、珍しくまともな人物か？そういえば我が最愛の妹も鹿グッズを集めていたな。流行っているということか。鹿がこの日野でならば来店するのも当然ではないか。やっぱりまともじゃなかったか。人だろうと鹿だろうとお客様には完璧なおもてなしをするまで。この燕屋義治の名にかけて。素敵なお店。コーヒー豆もこんなにたくさん。すごいですね。あらゆるお客様にご満足いただくため、こだわりの豆を取り揃えておりまして、それぞれの豆に合った器具も用意しております。満足してもらえたようだな。こちらのお席へどうぞ。前を失礼いたします。
ありがとうございます。水やおしぼりも完璧なものを用意してある。私のおもてなしは完璧。何か探しているだと？何かお出ししていないものが？いや、全て完璧に用意したはず。しかしこの目、一体何が足りないというんだ？角置ください。え？何角置きって？角置きでございますか？角置きです。角置きください。取れんのそれ？予想よりだいぶ取れちゃってるけどいいの？鹿の子さん、角置きなんて喫茶店にあるわけないでしょ。部室にはあるぞ。申し訳ございません。お客様の望むものをご用意できなかった。この燕や義治一生の不覚。いや、落ち込んでいる暇はない。本番はここからだ。こちらメニューになります。はあ、たくさんあるんですね。すべてのお客様のリクエストにお答えするためご用意させていただいております。どれも美味しそうで迷っちゃいますね。これなら角のお客様も喜んでくれている。全然刺さってない顔してる。まさかお目当てのものがなかった？いや、ありえない。あらゆるニーズにお応えするため古今東西世界各国のメニューを取り揃えているんだぞ。はい。鹿せんべいありますか？鹿せんべい？鹿せんべいって鹿が食べるやつ？ご用意ございません。そうですか。申し訳ございません。じゃあいちごパフェで。私はパンケーキとアメリカンコーヒーお願いします。はい、かしこまりました。鹿せんべいなんてあるわけないでしょ。そもそもなんで日野に鹿がいるんだよ。ってそうだよ、流行ってるんだよ鹿、日野で。このままでは完璧なおもてなしができずに終わってしまう。鹿へのおもてなしって一体何をすればいいんだ。いや、落ち着け燕や義治。ここは一旦冷静になるんだ。鹿とはいえお客様は JK。 可愛いものには目がないはず。そこから紡ぎ出される最適解はこれだ。お待たせいたしました。いちごパフェとパンケーキとアメリカンコーヒーでございます。すごいかわいい。ありがとうございます。そうだろうそうだろう。これなら鹿 JK も喜ばないはずがない。映える。よろしければお写真など。いただきます。なんでだよ。ごちそうさまでした。パンケーキのお客様、2000円になります。はい。いちごパフェのお客様は1500円になります。なんか来た時より老けたような。結局最後まで鹿 JK が喜ぶ完璧なおもてなしをすることができなかった。私はマスター失格だ。少し空回りしすぎじゃないですか。もう少し肩の力を抜いて、たとえ失敗したとしても目の前の鹿に真摯に向き合ってこそ最高のおもてなしは完成するのでは。ただの鹿のたわごとです。ごちそうさまでした。その通りだ。 JK だから J-POP や可愛いものとテンプレに当てはめて私は本当の意味でのおもてなしができていなかった。このままでは終われない。待ってください。今度はとっておきの鹿せんべいをご用意いたしますので、またのお越しをお待ちしております。期待しています。何この空気。なんか急に流れ出した2人の空気に戸惑ったが、よくわからなかったので流した虎視眈であった。
しかいない。そんなにおいしい鹿せんべい、丸くてこんがり散らさないで。どうしてそんなに欲しがるの。しか頭がいいのかしか、持ってるとバレるのなぜ。しかいない。晴れても雨でも鹿のため。12月31日、時刻は0時間近。鹿の子のやつおっせえな。あいつこの私を初詣に誘っておいて待たせるとはいい度胸してんな。今年最初にお姉ちゃんと愛も誓い合えるなんて。いい一年になりそうですね。別に誓わねえから。しゃあね、私たちだけでお参りしてくか。そろそろご会長の時間よ。待ち遠しいわ。一年に一度だものね。なんかイベントでもあるのかな。お、巫女さんが来た。ぬん、鹿の子。初詣に来たらのこたんが神になっていた。鹿の子の子のここしたんたん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 。鹿の子とこどこ現るのこの子、つのつのぴょこぴょこ、見た目はおにゃの子。近頃噂のなかなかきわものお手並みいかほどへなチョコ。その昔からジャパンに生息。鹿せんべいなら無限にください。細かいはまかまかも鹿は牛か。でもまとめてるでもののステップで踊ろう。夜が明けるまで何度だって反芻したいのの予測不可能しかいのです。アーパンギャルドでオーライカボスマシマシ。いつの間に癖になってのあちゃでめちゃらしかいのです。破天荒バチかもなんでもあり。ルールなんてなし。君の笑顔で元気満タン。もしかして運命のまま参り合う。心のどこかで虎視眈々。君とならいつまでも。鹿の子の子の子虎視眈々。鹿の子の子の子虎視眈々。鹿の子？何してんの？あれが鹿神様ですか。馬車目初めて見ました。立派な角ね。鹿の子が神？てか気づけよおめえら。お主、この神社は初めてかの？はい。あんたはいつぞやの鹿がちぜおばあちゃん。日野のババ様こと犬飼三つ。ここの宮司をしておるよ。自己紹介、露骨にレギュラー狙ってきてる。彼女はこの鹿神神社の神での日野市の鹿繁栄の象徴なのじゃ。象徴って日野で鹿の繁栄祈ってどうすんの？いや、あの子はどう見てもただの鹿ですよ。神様だなんて何かの間違いじゃ。黙れ小僧、いや小娘その目で確かめるがよい。ちょっと鹿の子さん、何してるのそんなとこで。早く降りてきなさい。
なんだその悟り顔。いいからとっとと降りてこい。我鹿の子にあらず、我鹿なり。一緒じゃん。そこは鹿神なりじゃないの。ありがたいお言葉。今年も日野に鹿神様のご加護が。新年早々縁起がいいな。日野市民騙されてない？今年こそ田んぼができますように。お姉ちゃんとあんなことやそんなことができますよってお前らもか。くそ、なんなんだこの神社。神も神なら参拝客も参拝客だわ。おっわっわ。お嬢さんも鹿神様のご開帳、ずいぶんと楽しまれたようで。どこをどう見てそう思ったの？よければおみくじを引いていかれては。おみくじ？我が鹿神神社のおみくじは当たると評判なのですよ。へえ、そこまで言うなら。どうせなら大吉とかいいやつを。これは運勢とは。角が見つかるってこと？なくした覚えもねえが。さっきから鹿と角しか出てこねえのかこのおみくじは。糸無駄に細けえ。今年こそ角引けるといいな。俺は末角以上なら何でもいいや。これ大吉扱いなの？絹しっかり。まったくだらしないわね。たかがおみくじくらいで。あなたたちも？会長、明けましておめでとうございます。すみません。新年早々私みたいな不吉で不幸な演技でもない顔をお見せして。別に今年こそ鹿部を何とかしようと思ってお参りに来たんじゃないんだから。急いで厄払いしないと。大丈夫ですか、副会長。泣かないでください。痛いの痛いの、飛んでいけ。あんた私が小さいからってバカにしてんの？いや、そんなことは。まあまあ、おみくじ結びましょう。かわいい。なんだか甘い匂いが。人の子よ。ん？そなたに一杯恵んでやろう。地高よりぬん。ジャスト3分、もはや未来予知。鹿の子てめえ、私との約束ぶっちぎっといていい度胸じゃねえか。神様ごっこの次は甘酒配りか？いいな。角汁である。何？角汁って？角の汁である。説明になってないし絶対飲みたくない。あとその顔ほんとなんなの？はんにゃほんにゃらふんにゃしかしか。はんにゃ角汁とは毎年正月に我々人間に振る舞われる鹿神様からのお告げのこと。うさんくさ。鹿神様自ら出汁となり3日3晩寝ずにこの神社の地下で作られている大変ありがたい飲み物である。どういうこと？こいつに出して作った汁ってこと？んなもん飲めるか！鹿神様、そろそろお時間です。お時間？はんにゃほんにゃらふんにゃしかしか。はんにゃほんにゃらふんにゃしかしか。何この謎儀式。そもそもお焚き上げって去年の浜屋とか燃やすもんじゃないの？なんで角燃やしてんの？今年のお焚き上げは気合が入ってるね。毎年やってんのこれ？いつも以上にご利益ありそう。ねえよ。五穀豊穣、豊年満作、淫乱上等、手地にくり。だからお前ら。はんにゃほんにゃら急に風が。見て、鹿神様が光り始めたわ。なぜ？はんにゃほんにゃらふんにゃしかしか。はんにゃほんにゃらふんにゃしかしか。はんにゃほんにゃらふんにゃしかしか。のつ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 。いや、どこが？結構面白かったわね。今年もいいことありそうですね、コシタン先輩。
正月早々どっと疲れた。とっとと帰って温まろう。あ、こしたん。お待たせ。ぬんぬん。のこたん先輩。てめえ、散々人を待たせた挙句、鹿が皆お焚き上げた好き勝手しやがって。私はもう帰るからな。にゅん、何それ。私今来たとこだよ。はあ？でも待たせちゃったならごめんね。寒かったよね。よかったらこれ飲んであったまって。おう。ボショミたちもほら。美味しい。しみる。初めての味だけど、何これ。角汁。やっぱさっきのお前じゃねえか。その後、みんなで初詣しました。明けましておめでとうございます。うわ、出た謎の土着心。本年も鹿の子のこのこ虎視眈々をどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それじゃ、はい。はいって何？お年玉ちょうだい。神様が金をせびるな。なんてお正月ジョークはこれくらいにして。それじゃあ本編行ってみよう。何この雑な新年挨拶。皆さんようござんすか。正月の風物詩といえばボードゲーム。古今東西数多く存在するゲームの中でも圧倒的人気を誇るゲームがあることをご存知だろうか。その画期的なシステムで発売当時一大センセーションを巻き起こした、そう、皆さんご存知の鹿製ゲームである。たかがボードゲームでも手を抜かねえ。教えてやるよ、私に勝負を挑むってのがどういうことか。勝負っていうからには何かかけてくれるのよね。人生、低層、命。ゾクゾクしてきた。少子、さっきから人間ごときがごちゃごちゃと。鹿の本気、見せてあげるよ。第1回チキチキ日野南高校鹿部鹿製ゲーム大会。戦いの火蓋が切られた。スタート。それじゃあ最初は私から。まずは4マスね。1、2、3、4と。何あ、生まれたばっかりの鹿さんね。はい、これお祝いよ。飼育員さんと仲良くなる。鹿せんべいを3枚もらう。鹿製ゲームの通貨はお金ではなく鹿せんべい。ゲーム終了時、鹿せんべいを最も多く持っていたものが勝ちである。あら、幸先いいわね。コシタンのターン。よっしゃ、次は私だな。お、9だ。とっとと先進んでゴールしてやるぜ。あんたちょっと若いからって生意気じゃない？ここ誰の島だと思ってんの？ただでここにいられると思わないことね。動物園の先輩鹿にいびられ、鹿せんべいをたかられ30枚渡す。有り金全部よこしな。しょっぱなからシビアすぎないってよこすも何もまだ鹿せんべい持ってないんだけど。お嬢ちゃん、お嬢ちゃん。さあ、毎度あり。わっわっわ。鹿せんべいが足りないときは動物園が貸してくれる。金利は 50% だ。動物園と先輩鹿、絶対来るじゃん。草食動物とはいえ弱肉強食なのね。コシタン分かってないな。鹿製ゲームは早くゴールすることよりいかに鹿せんべいの枚数を増やすかが肝。すなわち時間がかかってもなるべく鹿せんべいがもらえるマスを狙っていくのが正解なのだ。のこたんのターン。動物園を脱走。住宅街に迷い込んでしまい、気づいたら電線にぶら下がっていた1回休み。にゃん。
疾患。さらにぶら下がっている間にハゲタカとハイエナに襲われ鹿せんべいを50枚失う。ジビエーン。時として現実よりも厳しい。再びあんこのターン。123。今度は怖がらないで。僕の胸に飛び込んでおいで。でも私少女だから。ぬん。好意を寄せていた鹿が別のメスジカと交尾。ショックで寝込む。一回休み。あらあら。ちょっとこの絵面悪意ない？私のバイト先でもこの間あったよ、こういうこと。え、マジ？ヒルドラじゃん。鹿にもいろいろあるのね。でもショックで寝込むなんて愛が足りないんじゃないかしら。と言いますと？私なら休まず相手をムキムキしてペシペシした後にフニフニして最終的にはメムメムにするけど。お姉ちゃん聞かなかったことにしていい？コシタンのターン。次は急な成長期到来。ルーレットを回して出た目の数だけ角が増える。どこに増えんの？最大値こんな時に限って。お祝いに角の本数分の鹿せんべいを各プレイヤーからもらう。いや、ありがたいけれども。全身に矢を受けた人みたいになったが。はい、鹿せんべい。お祝いっていうよりお見舞いでは。のこたんのターン。一回休み。お米が立ってます。そしてゲームは進み。鹿生の選択？動物園を出て独り立ち。世間の荒波に揉まれながら鹿生を送る激動の鹿生コース。片やそのまま動物園に残り大きな天気も昇進もなく毎日変わり映えのない鹿生を送る安定の鹿生コース。君はどちらを選択する？人生じゃん。ちなみに激動の鹿生コースは山、海、都会の3種類に進めるらしい。じゃあ私は激動の鹿生コースで山に行こうかしら。山を掌握して住むすべての鹿から鹿せんべいを巻き上げてやろうかな。お前、私よりヤンキーの素質ない？それじゃあ私は都会に進むかな。順調にキャリアアップしてくぜ。鹿の子は遠くの国に私を求めてるやつがいる。そう感じるんだ。海か。海ね。東の夜明けは近いぬん。海を渡ったのこたんはアラスカに漂着していた。なんでアラスカ？おや、のこたんの様子が。おめでとう。のこたんはヘラジカに進化した。どういう原理？確かにこりゃ激動の鹿生だわ。リアルまで進化してる。鹿界最強クラスのヘラジカに進化したということはつまり鹿せんべいボーナスがもらえる。特に何もない。あら、現役鹿なのに大したことないわね。何を、そういうこしあんはどうなのさ。順調に山を制圧し動物たちを支配下に置く。諸話代と称して1日10枚の鹿せんべいを上納させる。逆らう者にはそれ相応の罰を。恐怖政治か。鹿せんべい食べ放題よ。ずるい。あんこもまだまだだな。どういうこと？こっち目線ください。そうそう、いいね、いいよ。有名写真家が撮った写真がバズり奈良公園のアイドルとなる。観光客がコシタン目当てでどんどん増え一マス進むごとに100枚の鹿せんべいをもらう。こちとらそんなはしたがね全然目じゃねえんだわ。観光客から巻き上げられるだけ巻き上げて勝ち逃げしてやるわ。こしたアイドルとか興味あったんだね、元ヤンのくせに。お姉ちゃん
あれで結構少女趣味だかうるせえよ、ゲームだろうが。実はちょっとまんざらでもないコシタンであった。のこたんのターン。さてわしの番じゃ。なんかキャラ変わってない？トラブル発生。超凶暴グリズリー出現。のこたん絶体絶命のピンチ。わしにこの角が生えたのは今日この日のためだったのだな。これでアラスカに、いやアメリカに平和が訪れました。お前に何があったグリズリー。アメリカ大統領、アメリカ国民、アメリカに住まう動物たちから感謝の印に鹿せんべいを5000万枚もらう。角と共にあらんことを。その角チートすぎない？丸めて丸々。そしてゲームは進みお前らが私に勝とうなんざ100年早かったな。お前らがちんたらやってるうちにこちとら年収2000億枚、総資産1兆6000億枚超えの超エリートアイドル歯科に進化してんだわ。いつの間に。さすがお姉ちゃん。このまま一気にゴールまで駆け抜けるぜ。お疲れ様です。今日は新作写真集の撮影ですよね。ごめんなさい、私は何も知りませんから。私聞いたんですけど、コシさんは実は鹿じゃなくて。何これ？スキャンダル発覚。人気アイドルは実は鹿ではなくカピバラだったにゃ。そんなことある？多額の賠償が発生。全財産を失う。最後の一マスがなければアメリカには勝てなかったわ。ま、思いのほか盛り上がったな。そこそこ楽しかったしにしても腹減ったな。鹿せんべいあるよ。いや、それはちょっと。そういえば馬車目がお餅の準備をしてたんじゃ。馬車目？お餅をつまみ食いしたら喉に詰まらせたのね。っていう蝶か。早く吐き出せ、ほら。言うとる場合か。美味しかった。だからチートすぎだってその角。いや、春だね。もう3
3年生になって2回目の春か。そんなことよりお姉ちゃん、なんだ？明日は体育祭なのにこんなところでのんびりしていて大丈夫なの？私はそんじょそこらの生徒会長とは違ってとびきり優秀な生徒会長だからな。事前にみっちり計画を立てて昨日までに全ての準備を整え終わっているのだよ。さすがお姉ちゃん。そんじょそこらの生徒会長なら今頃夏休み終了前日に課題が終わっていない小学生のように慌てふためいて右往左往しているのだろうがな。大変です会長。鹿の子の子のここしたんたん、鹿の子の子のここしたんたん、鹿の子の子のここしたんたん、鹿の子の子のここしたんたん。鹿の子とこどこ現るのこの子、つのつのぴょこぴょこ、見た目はおにゃの子。近頃噂のなかなかきわものお手並みいかほどへなチョコ。その昔からジャパンに生息、鹿せんべいなら無限にください。細かいはまかまかも鹿は牛か、でもまとめてるテーマ。ニョニョステップで踊ろう、夜明けるまで何度だって反芻したいのの予測不可能しかいのです。アーパンギャルドでオーライカボスマシマシ、いつの間に癖になってるのあちゃでめちゃらしかいのです。破天荒バッチかもなんでもあり、ルールなんてなし、君の笑顔で元気満タン、もしかして運命のまま舞い合う、心のどこかで虎視眈々、君とならいつまでも。鹿の子の子のここしたんたん、鹿の子の子のここしたんたん。大変です会長。どうしたの猫山田さん。リレーのバトンが壊れて数が足りなくなってしまいました。なるほど、大丈夫。そんなこともあるかと事前に予備を買ってあるのでそれを使いましょう。さすがお姉ちゃん。抜かりはないわ。会長、石鹸が破れて数が足りなくなってしまいました。きっと私が昨日夕飯のピーマンを食べたふりして父の皿に移した罪の報いなんです。落ち着いて、全然関係ないから大丈夫。それも予備があるからそれを。会長、大玉転がしの玉が消えました。は？会長、体育祭進行のデータが入ってるパソコンが何もしてないのに壊れました。え？会長、実行委員の押尾くんが行方不明です。会長、木に子猫が登って降りられなくなってます。会長、別の木に小鹿が登って降りられなくなってます。会長、入場門が倒れて崩壊しました。どうしよう。まずは入場門だよな。いや大玉、いやお塩か、いや子猫、なら小鹿の方だろ。コシタン、まるで夏休み終了前日に課題が終わってない小学生のようだよ。仕方ない、お前ら手伝ってくれ。じゃない、どうせ暇だろ。馬車名暇じゃないです。明日は田植えの準備があるので。何学校行事にかぶせてんだよ。暇持て余した末の稲作だろう。私はお姉ちゃんのためなら喜んで協力するわ。ありがとうあんこ。それなりの見返りはもらうけど頼むのやめようかな。位置について、よーい。どうにか間に合ったけど、すでにヘトヘト。計算違いもいいとこだよ。だがここで折れるわけにはいかない。むしろ本番はこれからだ。生徒たち、教師、父兄たちの前でこの体育祭を鮮やかにタイムスケジュール通りに進行してみせる。それが優秀な生徒会長たる私の使命。頼むぞ生徒会、そしてシカ部。あんこ以外は正直心配だが、いないよりマシだろう。
鹿の子はどこ行った？知りません。次の競技はクラス対抗 100m 走です。出場選手を紹介します。かわいい。鹿組ロコタン鹿組って聞いてないんですけど、それに何このふざけた格好。やっぱロコタンは鹿組なんだね。やっぱって何？ツバメ屋さんは仕事しないで何やってんの？あんこ、なんだよ鹿組って。そんなん台本にねえだろ。でも書いてあるわよ。ほら。用意周到か。横断幕も。いつの間に？のこたんめっちゃ漏れてんじゃん。かわいすぎ。写真撮るからこっち向いて。にゃーん。撮影会始まったわね。まずい、このままだと進行に遅れが。早速10分進行が遅れました。次の競技は父兄によるパン食い競争です。たく鹿の子のやつ。会長。どうしたのたぬきこおじさん。パン食い競争のパンがありません。はあ？なんで？ちゃんと準備して数も確認したじゃない。それが野生のクマにより全て止められてしまったとのことです。きっと私を食べたかったクマが食べられなかった洗いずりパンを食べてしまったんです。じゃあネガティブにしても急ハンドルすぎない？というか日野市に野生のクマがいる方が問題じゃない？話は聞かせてもらった。ここは私に任せて。鹿の子ですよね。私はこの不敬参加パン食い競争に必ず勝つ。我が妹にその勇姿を見せ尊敬を勝ち取るために、私はありとあらゆるデータを揃え完璧な計画を立てた。他の父兄の方々には悪いが、鹿はあの子の父兄か。まあいい。とにかく私が勝たせてもらう。パン食い競争必勝法その1、まず噛み切らない程度の強さでパンに。ってパンじゃない。おお、鹿神様の施しじゃ。食ってるって鹿が鹿せんべい食って当たり前か。くそ。口の水分が全部持っていかれる。次はなんだ。くそー。だがもうどんな食物が来ようが驚かんぞ。角？100歩譲って草は鹿が食べるから食べ物としよう。でも角は食べ物じゃないだろう。この作品では割と食べ物です。こんな競争で鹿に勝てるわけがないじゃないか。鹿が目覚めろ。父兄参加のパン食い競争、1着は犬飼美智さんでした。負けたとはいえ3位入賞。普段インドアでコーヒーばかり入れている兄の意外な一面を妹に見せられたかな。見てないし。次の競技は障害物競争です。まだ何も競技出てないのにすでに疲労感がすげえ。位置についてよーい。競技中は何も考えなくていいなんて楽なんだ。といかんいかん。スポーツ万能の生徒会長としては1着を取らないとな。会長かっこいい。コシさんファイトまず最初の障害物はえ？何これ爆弾？障害物は爆弾処理です。体育祭で聞く単語じゃなくない？その声は。私が体育祭を盛り上げるために障害物をレベルアップさせておいたのだ。何してくれとんじゃお前。
校で何を勉強してきたんだ。国語、数学、理科、社会と一般教養だよ。この程度の障害を乗り越えられなきゃ社会に出てやっていけない。どの世界線の社会だよ。赤髪頑張れ、白髪頑張れ。こんな殺伐とした競技でよくそんなこと言えるな。コシタン、そろそろ時間だよ。競技というかデスゲームであった。見た目はおにゃの子。近頃噂のなかなか極物お手並みいかほどヘナチョコ。その昔からジャパンに生息。鹿せんべいなら無限にください。細かいはなかなかもしかは牛かでもまとめてるテーマ。布ステップで踊ろう。夜明けるまで何度だって反芻したいの予測不可能視界のですアパンギャルドでオーライカボスマシマシいつの間に癖になってあちゃでめちゃな視界のです破天荒バッチかもなんでもありルールなんてなし君の笑顔で元気ワンタンもしかして運命のまま紛合う心のどこかで腰簡単君とならいつまでもチアリーディング部によるパフォーマンスでした。疲れた。でもこれで午前最後のプログラム部活対抗パフォーマンスも終わり。15分押したが昼休みは15分巻けばスケジュール通りに戻って私は生徒会長としての使命を果たせる。続きましては歯科部によるパフォーマンスです。歯科部？歯科部の入場です。いや、歯科部はエントリーしてないはず。鹿の群れ、これって騎士官。お前勝手にエントリーした上になんで鹿の大名行列なんだよ。動物園かここは。いや動物園でも見ないけど普通は。以前にも増してなんだこれ。泣くとこあった？なんだか自然と涙が流れて。歯科部やるじゃん。あーし、これ見るために生まれてきたのかも。ありがたい。そういうのじゃないのよこれ。みんな騙されてるよ。もういいから早く撤収しなさい。持ち時間とっくに過ぎてるから。さっさと降りなさい。おいっと。だから時間ないって言ってんの。果たしてコシタンは時間通りに体育祭を終えられるのか。後半へ続く。午後の部最初の競技は綱引きです。まだ A パート終わったばかりだと。よーいスタート。とはいえ競技は競技でちゃんとやらないとな。お、なんかいっぱい弾けてるしこっちの圧勝なのでは。それにしても弾きすぎじゃないか。っていうかこの角やたらスベスベしてるの。スベスベ角じゃねえ。この感触まさか角だ。残り時間約16秒。両チームどこまで伸ばせるかな。綱引きってそういう競技じゃないだろ。勝手に変えるなよルールを。綱引きならぬ角引き。白熱しております。お前も何事もなかったように適応するなよ。変化を受け入れるのが早すぎるんだお前たちはいつも。終了。ここでタイムアップ。記録出ました。325メートルです。何の記録？というわけでノコタン選手の勝ちです。は？やったー。ちょっとこいつ何もしてなくない？おっと判定員も OK を出しました。ノコタン選手新記録達成です。いやいつの間に判定員が来てんだよ。陸上角競技世界新記録に認定されました。
次の競技は玉入れです。はーい、2列渋滞でクラスごとに並んでください。会長と2人で玉入れの審判係、弱みを見つける絶好のチャンスだわ。猫ちゃん今日も小さくて可愛い。それにしても会長遅いわな。ごめんなさい、綱引きの後処理が長引いて。大丈夫ですか？なんか画面崩壊してますけど。問題ないわ。それ問題ある人が言うやつ。お水いります？あと胃薬とか。その前に軽く何か食べた方が。私何か買ってきましょうか？大丈夫、ありがとう。さすがに顔面崩壊までしてる人間の弱みにはつけ込めない猫ちゃんであった。ちゃんとカゴを狙ってください。はみ出さないでください。ちゃんとカゴをはみ出さないで。それにしても思ってた以上に体育祭って忙しいな。早く仕事を終わらせてツッチーに癒されたい。ツッチー今頃何してるかしら。寝てるかな？寒くないかな？なぜそこに？いや、そんなことよりツッチーは私が守らなきゃ。ここには何もいないの。出てきちゃダメ。猫山田さん、仕事して。これにより競技が中断。15分遅延してコシタンの胃には穴が6個くらい開いた。自分史上最高最大に疲れた。次の競技は学年対抗リレーです。でもあと残る種目はリレーだけ。胃に穴を開け顔面崩壊もしたが、あとちょっとで終わる。この地獄のような体育祭が。会長大変です。鹿の皆さんがグラウンドでくつろぎ始めてしまって、このままだと最後のリレーができません。終わったわ、私の精神が。おしまいです。だから思考飛躍させすぎだって。ですけど。落ち着いて、たぬき工事さん。まだ手はあるわ。そうだ、ここが踏ん張りどころだ。元ヤンの根性なめんなよ。こんな時こそ鹿部だろ。鹿どこいねえ。あんこは実況か。仕方ない。馬車目どこだ。はーい。ガチ農作業装備。はあ、昨日田植えの準備するって言ったじゃないですか。私は体育祭手伝えっつっただろうが。でも馬車目だって整備とか頑張ったんですよ。そうだったの？田んぼの。だから農作業じゃねえか。とにかく手の空いた者全員で鹿をグラウンド外に誘導するぞ。返事ははいだ。手が食べないでください。ちょっとあんたツッチーを離しなさいよ。はあ、ちょっとだけですよ。どうしましょう、コシさん。とてもリレーは始められない感じだけど。大丈夫です、なんとかします。そう、頼むわよ。全然無理だ。まずい、このままだと。いや、それは考えすぎだ。落ち着け、私。くそ、そもそもなんでこんなことに。つめん。なこたん、こっち来い。とってもいいことあるよ。なこたん、こっち来い。とってもいいことあるよ。なこたん、こっち来い。とってもいいこと。
これでも食らえ。私のとっておきの鹿せんべいが。うるせえ、お前のせいでシンクめちゃくちゃなんだよ。学校に鹿の大群連れてくんじゃねえよ。いつも余計なことばっかりしやがって。いい加減にしろバカ野郎。やっちまった。ついカッとなって素で切れちまった。私の優等生高校生活本当に終わった。コシさんかっこいい。コシさん素はかっこいい系なんだ。全然ありっていうか、むしろ親近感湧く感じ。俺もコイスターに叱られて、言う時にはビシッと言う。さすが生徒会長ですね。いいんじゃないですか。その方が私も引きずり落としがいがあるってもんよ。今までもちょこちょこ素が出てましたしね。コシさんよかったじゃん。晴れて素の性格が受け入れられて嬉しい反面、これまでの努力は一体とちょっぴり複雑なコシタンであった。ちなみに体育祭は結局3時間をした。クソが体育祭も終わってやっとのんびり桜を見られるな。季節が巡り、コシタンたちが通う日野南高校に再び春が訪れた。この作品はサザエさん時空ではないと言ったな。あれは嘘だ。そろそろ部室の前で花見回りだな。お疲れー。お鹿の子どうした？コシタン。なんで泣いて？怪我でもしたのか？それとも腹が減ったとか？鹿せんべいならあるぞ。なんだか悲しくもないのに涙が止まらないんだ。変だよね。春だからかな。鹿の子、お前それ花粉症じゃね？鹿の子の子の子コシタンタン。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 鹿の子とこどこ現るのこの子。つのつのぴょこぴょこ。見た目はおにゃの子。近頃噂のなかなかきわものお手並みいかほどヘナチョコ。
くコシタンってば何を言ってるのさ。忘れたの？私は鹿のノコタン。花粉症なんて人間のかかるもの、鹿の私がかかるわけ。何その症状、花粉症の症状なのそれ。涙が止まらない。なぜなの？だから花粉症だっつうの。意義あり。絶対花粉症じゃないもん。花粉なんかに野生の鹿は屈しないもん。ほう、じゃあ何が原因だと？風邪だと思う。往生際が悪いわ。そんな症状ないし。てか花粉症になったやつってなぜか堅くなに認めないよな。花粉症あるあるその1、発症を断固として否定。なんでしょうあれ。私にわかるわけないでしょ。かわいい。でもラッキー、こんなへんてこな事態に遭遇するなんて。これをきっかけにしてシカゴを廃部に。かゆいかゆいかゆい。じゃあそういうコシタンは花粉症じゃないのか？私花粉症じゃないし、17年間なってないからこれからもならん。花粉症あるあるその2、なぜか自分は絶対にならないと自信満々なやつ。コシタンだけずるい。人間のくせに。ははなんとでもいいたまえ。元ヤンのくせに、少女趣味のくせに。それは別に関係ないだろう。この苦しみがわからない人間とはやっていけない。シカゴは今日をもって解散するな。そんなことで？方向性の違いです。シカゴ解散？やったー。これで私の野望だ。もう今はそれどころじゃない。花粉症あるあるその3、冷静に判断できず絶好のチャンスを逃すやつ。花粉症ってこんなに。これまで悪者と追いやられたスギ花粉による人類への逆襲が始まったのね。絹も花粉症？違います。絹、ティッシュ持ってる？ごめん、ハンカチしかなくて。これ使う？副会長、ちょっと鼻かみに生徒会室に戻りません？とりあえずモコモコを洗い落とせ。タオル持ってくるから。気持ちいい。けど砂の奥がムズムズする。洗い終わったか？生き返る。何この光景、怖っ。すっきりした。受粉しとる。春が来たって感じがしました。やっぱりまだかゆい。花粉症あるあるその4、行き場のない花粉症への怒り。そういや花粉用のメガネとかあるよな。花粉が入ってこないようにするやつ。それだ。じゃーん、水泳部からゴーグル借りてきた。おお、やったー。かゆくない。これで勝てる。花粉症何するものじゃ。また角がかゆくなった。待って、何今の角のくしゃみ？ほらティッシュ。次くしゃみが出そうになったらこれで角噛め。角セレブがいい。贅沢言うな。おい大丈夫か？鼻が詰まって鼻声になっちゃった。なんかめっちゃ変な声になってない？はあ、どうして私ばかりこんな目に遭わなければならないの？何鼻水垂らして悲劇のヒロインになってんだ。もうこんな世の中嫌。
たよこいつら。ありがとう。私負けない。そうだ、いい考えが浮かんだわ。燃やしましょう、杉の木よ。物騒なこと言うんじゃないよ。だいたい近所の杉の木燃やしたくらいで花粉症が治るわけ。コシタン忘れたの？私の角にはダイナマイトバージョンもあることを。これまでの生え変わりの角がこんなにある。お前まさか。これで日本全国の杉林を爆破してやる。物質に爆発物置くのやめてくんない？全てを無に返して一からやり直すんだ。お前はラスボスか何かなの？その話乗ったわ。猫山田さん？おう、同志鹿山だ。猫山だよ。この世に不要なものは何だ？あえて言おう、杉であると。その通り。ノート花粉、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 ノート花粉。まあ待て、その前に言っておくべきところがある。言っておくべきところ？はいはい、おとなしくしてね。なんで私まで？はいはい、おとなしくしてね。悪く思うな。これも飼い主の役目だ。次コシさん、診察室へどうぞ。花粉症あるあるその5。なぜか自分は絶対かからないと言い切ってたやつが満を持して発症。鹿の子のやつ、最近鹿部に来てねえな。たく、どこで油売ってやがるんだ。部室に来なくなって1週間か。さすがにちょっと長いわね。あいつがいねえと鹿部の活動ができねえだろうが。どこで何をしてるのかしらね。学校には来てるから放課後だけどっか行ってるんだよな。もしや鹿部を辞めて他の部活に入部したんじゃ。まずい。だとしたら私のこの城、鹿部の存続も危ぶまれる。鹿のいない鹿部は廃部よ。こうしちゃおられん。お前ら鹿の子を探しに行くぞ。たく、結局私一人で探さなきゃなんないのかよ。華道部にしてはやけに賑やかだな。本日も特別講師の先生が来てくださいました。のこたん先生です。にゅふん。いたー！のこたん先生、素敵。なんで鹿の子が華道部に？特別講師って何？それでは今日も先生にお花を生けていただきましょう。先生、お願いします。にゅふん。はあ？いやいや、あいつに生け花なんてできるわけ？いいでしょう。なんだこの空気は。あいつもしや私が知らないだけで意外にも生け花の心得が。鹿の古流奥義ないわ。自分の頭頂部を火器にすな。自由形にも程があるわ。さすがのこたん先生。花と思いきや角を生けるなんて素晴らしいアイデアだわ。もうそれ生け花を否定してない？そんな手が。どんな手？花を生けないというだけでもすごいのに、さらに粉をまくという斬新な発想。華道の歴史が変わるかもしれないわ。華道界の革命児や。だからそれはもはや生け花じゃないんだわ。やはり私の目に狂いはなかった。
にゅん、新しい角がきれいに生えてきますように。あの日先生の作品に出会った衝撃は今も忘れませんわ。のこたん先生、こちらの作品のタイトルを伺ってもよろしいでしょうか。にゅふん、角と鹿。ちょっと前の米津玄師みたいなタイトル。深すぎる。どこがじゃ、浅瀬も浅瀬よこんなもん。つまりこれは鹿せんべいを枯れた大地に見立て、鹿と人間の共存の果てに生まれた絆を表現してるのね。天才。さすがのこたん先生、恐れ入ったわ。すっごい深読みするじゃん。それでは皆さんの作品をのこたん先生に見てもらいましょう。先生、私のぜひ。いや、私のは私が先よ。はいはい、一人ずつ順番にね。にゅふん。アイドルの握手会かよ。今回は春うららかな空気を表現してみました。とっても素敵ね。でも何かいささかインパクトに欠けるような気もするわね。そらさっきあんなもん見せられたら全てかすむわな。先生、いかがでしょう。ぬふん、そうですな。あれ、栄養が足りてない。一人暮らし始めた大学生のアドバイスか。なるほど。どの辺が腑に落ちたの？あとは野生味と可愛さと旨味と角、そして塩を少々。本当だ。どうして今まで気がつかなかったんだろう。ねえ、必要？それ本当に生け花に必要？それらを足したものがこちらになります。春のうららかな空気どこ行った？ジャングルかここは。っていうか人の作品に勝手に付け足すなよ。素敵。喜んでるならいいか。そして仕上げになんで来た？てか4次元ポケットか。何この演奏、全然曲にもなってないじゃん。ギヤー、動いたー。てかこういうの昔テレビで見たことあるな。花が生きている。これが本当の生け花や。てかしょうもな。さすがのこたん先生、やっぱり私の目に黒い罠が。ほら、クソつまらんこと言うから食物連鎖起きてるじゃん。新しく始まる命もあれば終わる命もあるという生命の断りを表現してるのね。華道界の、いえ、新世界の神の誕生よ。ノーベル賞受賞待ったなし。もうお前ら全員生け花やめちまえ。おっといけない。そろそろ下校の時間だわ。先生、いえ神よ。続きは明日お願いします。私明日は来ないよ。あ、じゃあ明後日でも。もう華道部には来ないよ。あなたともあるお方がなぜですか。行かないで。華道界の未来はどうなっちゃうの。華道部怖っ。にゅーんにゅにゅーんにゅーん、やっぱシカブよ。そう。シカうは、田植え日和だ。もうお姉ちゃんたら。あんこちゃん、手伝わないわよ。まだ何も言ってないですけど。違うの？違わないですけども。一緒に田植えしましょうよ。嫌よ、汚れたくないもの。今日のために開墾したんですよ、馬車目田んぼ。足掛け7話もかけた馬車目の血と汗と涙の結晶です。7話って
そんなわけで未知の体験をお約束しますから。遠慮しておきます。釣れませんな。そりゃどうも。っていうか田んぼ、学校の許可取ってないでしょ。もちろんです。犯罪案件である。君何でしたっけ？津田山。ツッチーね。そうだ、それそれ。ツッチー、一緒に田植えしましょう。じー。よし、快諾も得られたことですし、馬車目たちは田植え行きます。頑張って。お米、日野市名物馬車目米。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。お時間あったら食べてって。おいしい馬車目米。やりますね、津田山。馬車目も本気を出す時が来たようです。おりゃー、おりゃ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 。やり直しです。でも馬車目はこのくらいのことでは負けませんよ。津田山、まだまだやる気ですね。それではまた行きますよ。おーい、二人とも田植え終わった？あんこちゃん、今終わったところです。うわ、田植えってこんなに汚れるのね。やっぱり手伝わなくてよかった。おにぎり。うわ、あんこちゃんのおにぎり三つ星いけますよ。それは光栄だわ。あなたはどう？あんこちゃんは優しいですね。別にお弁当作りで慣れてるから。お弁当あんこちゃんが作ってるんですか？まあお姉ちゃん料理下手だから。田植えも無事終わりましたね。次は何をしましょうかね。米育ててるんだし、梅干しでもつけたら？あんこちゃん、それ天才。次の活動内容決まったわね。はい、秋には馬車目米と馬車目梅でおにぎりパーティーしましょう。いいわね。鶏も飼って卵かけご飯も食べたいです。そうね、焼き鳥もいいわね。頭がいいのかしか持ってる
平和だ。ずっとこういう日が続けばいいのにな。と授業。平和短かったな。鹿の子の子のここしたんたん、鹿の子の子のここしたんたん、鹿の子の子のここしたんたん、鹿の子の子のここしたんたん。鹿の子とこどこ現るのこの子、つのつのぴょこぴょこ、見た目はおにゃの子。近頃噂のなかなかきわものお手並みいかほどへなチョコ。その昔からジャパンに生息、鹿神秘なら無限にください。細かいはまかまかも鹿は牛か、でもまとめてるテーマ。ニョニョステップで踊ろう、夜が明けるまで。何度だって反芻したいの予測不可能しかいのです。アーパンギャルドでオーライカボスマシマシ、いつの間に癖になってあちゃでめちゃらしかいのです。破天荒バチかもなんでもあり、ルールなんてなし、君の笑顔で元気満タン。もしかして運命のまま舞い合う、心のどこかで虎視眈々、君とならいつまでも。鹿の子の子のここしたんたん、鹿の子の子のここしたんたん。何それ、鼻ちょうちん？いや、角ちょうちん？絵面だけ見たらメルヘン。ぷいぬしゅしゅしゅ、ぷいぬしゅ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 。何その寝息。てか授業中に寝るなよな、それも堂々と。ぷいぬぷいぬ。私学級委員だし生徒会長だし、こいつの飼育係だし、一応起こすか。おい鹿の子起きろ。起きねえし。鹿の子、おい鹿の子ってば起き。すやぴすや実は起きてないってくらいの反射神経でした。ぷいぬすすす、ぷいぬすすすすすめちゃくちゃ船こいでんな。まあ確かに午後ラストの授業は眠くなる気持ちもわからなくはないけど。また来た。すやぴすやぴ。そして気づかない。10分後。さすがに起きろよ。コシさん、どうしたの？いえ。授業中だけど突っ込まずにはいられませんでした。それでここに形容詞が入るから。今更ではあるけれど、なんでこの状況に誰も何も言及しないんだ。鹿の子の子の子虎視眈々あるある。こいつは全く起きねえし、おかしいだろ。それじゃあここの和訳を誰か。今日は12日だから出席番号12番の人。まずい。おい鹿の子、次当たるぞ。12番の人は鹿の子。タグついてるよ。嘘、やだ、私タグ切り忘れた。うちタグついてないよね。てか誰今の。まだ寝てるし、心臓に悪い寝言やめてくんない。さすがにこの後は授業にならない3年 B 組でした。
ますな。この両圧まさか。さて部活おい鹿の子行くぞ。あれ今さっきまでここにいたのに。ここから匂ったんじゃが逃がしたか。世界観ちげえ。伝説のマタギと言われたこの熊取総一郎も腕が落ちたか。一生の深く。急に自分語り？でもありがとう。何者かは分かった。いやでもなんで日野にまたぎ？てかこいつ絶対不法侵入だろう。またぎの方がうちの高校に何のご用で？入校許可取られてますか？暖かい。全然聞かないじゃんこっちの話。まだ近くにいるはず。いやだから入校許可は。逃がさんぞ。通報するか。いった。鹿の子、お前一体どこに？助かった。ここ学校だよな。床どうなってんねん。こんなこともあろうかと改造しておいてよかった。学校施設を魔改造すな。お前も通報してやろうか。しかしあのまたぎは何しにこんなとこまで来たんだ？お前の机とか触ってたけど。今日は鹿の日なんだ。鹿の日？鹿の日とは北海道で毎月第4火曜日にエゾ鹿肉を多くの人に食べてもらうために設定された日である。北海道限定じゃん。ローカルルールを日野に適用するな。道理で知らないわけだよ。待てよ、つまりあのまたぎは鹿の子を捕獲するために追ってきたってことか？そういうこと。あいつ執念深いんだよ。まさかの知り合い？捕まったら最後日野駅前でジビエ祭りが開催され、美味しく日野市民にいただかれてしまうんだ。ジビエーンジビエーン。急に駅前でジビエ祭り始められる日野市民の身にはなってほしい。とにかく今日一日あいつから逃げなきゃ。どこ行くんだよ。おい。逃走開始。この辺りから匂うな。ここに。なんぼ隠れようと無駄じゃ。獲物違いか。見つけた。こっちか。何あれ？なんか変なおじさんいるんだけど。マジじゃん、ウケる。イレギュラーギャル。おじさん何してんの？てか何これ、コスプレ？いや、わしゃ。わしってウケる。おじいちゃんじゃ。写真撮ろう。インスタにあげよう。インスタ？いや、そういうのはわからん。いいからいいから。はーい、スマホ見て。追われてるんでしょ。今のうちに逃げな。
鹿に優しいギャルは存在する。 QED 逃走逃走逃走。のこたんの逃走劇は続いた。追う者追われる者熾烈を極めた戦いは深夜0時を過ぎても続いた。もう宿泊費終わったやろとかいう野暮なツッコミはなしだ。それは全てをかけた戦いであった。ようやく追い詰めたでな、のこさんよ。のこたん絶対絶命。鹿の子まだやってたのか。こした私とこいつの決着を見届けて。私はお前には決して屈しない。勝負だ熊取総一郎。何その武器、めっちゃ使いづらくない？何この謎空間。ほう、威勢だけはいいの。じゃがそう吠えていられるのも今のうちじゃよ。鹿の子の子This is my rifle. There are many like it, but this one is mine. My rifle is my best friend. It is my life. I must master it as I must master my life. My rifle and myself are the defenders of my country. We are the masters of our enemy. We are the saviors of my life. お命ちょうだい。鹿の子。あ、ちょっとタマ。もしも。なんだ、どこまで行ってんのさ。早く大根買って帰ってきな。母ちゃん、ごめん。今どこさ。今日の出。日のってどこさ。どう？いや、東京。はあ、23区に日野なんてないしょや。東京には多摩地区ってのがあんだって。練馬大根買って帰っから。いや、練馬から根室まで
帰ったのか？これが友情、努力、勝利。さすがにジャンプ主人公と肩並べるのは無理がない。よーし、来月の鹿の日も勝つぞー。毎月来んの？第4火曜日の鹿の日が憂鬱になったコシタンであった。肩のそれ何？え？わしはちょっと急いでて。署まで来てもらえる？おい、これ本物の銃だぞ。何？銃砲等を携帯し、または運搬する場合においては当該銃砲等を容器に入れなければならない。来月の鹿の日に彼はもう来ないかもしれない。1時間前。今日も鹿部頑張ろうね。なんでジャージ着てんの？さっき制服クリーニングに出しちゃって。破れてんじゃねえか。にゃん。てかここも。にゃん。こっちも。にゃにゃん。膝んとこも。にゃん。散歩してると痛むの早くてね。散歩道じゃなくて獣道じゃねえか。春とはいえまだ冷えますね。気づいた途端自覚することってあるよな。しゃあない。今日はジャージ買いに行くぞ。やったー、買い出しー。何がそんなに楽しいんだか。コシタン。おーい。てかさ、どこ？ここ。ひなー。わかってんだよ、うなこだよ。まっすぐ店に行くはずが、お前があっちこっち寄り道するから迷っただろうが。だって行く先々にいい感じの木の棒があったから。小学生かお前は。もう11話もやってるのに日野のこと何にもわかんねえ。よし、あの坂を降りていけば商店街だな。ほら行くぞ。あれ？あ、鹿の子どこ何してんだよ。ペットボトル。あ？ペットボトル。ああ、怖いんだっけ。そんな設定あったな。ああ、鹿の子？後ろにもあんぞ。のこたんです。そんだけ怖いんだよ。ほら早く立てよ。しゃあねえから回り道するぞ。部長だからな。鹿の世話焼くのが部長の役目っつうか。ったく世話の焼ける鹿だぜ。ったくこいつといるといつも調子狂うぜ。どうかした？なんでもねえよ。わあ、コシタン。戻ってんじゃん。にゃんにゃん。日野は呪われているんだ。あんなにもどこにもかしこにもペットボトルがたくさん。お前これまでどうやって生きてきたの？とりあえず応急処置だ。ま、
ジャージなら校則違反にならんだろう。意外な特技ですね。裁縫上手な元や割とありがちだけど、それがいいのよ。その減らず口にチャックつけてやろうか。ありがとう、クシタン。大事にする。また破れたら縫ってやるよ。わーい。お尻のとこ破けた。ほら貸してみな。面倒だがこれはこれで悪くない。ずっとこんな日が続けばいいな。わらわら集まるしか、どこから来るのかしか。しかしかいない。そんなにおいしい鹿せんべい、丸くてこんがり散らさないで。どうしてそんなに欲しがるの。しか頭がいいのかしか。持ってるとバレるのなぜ。しかいない。晴れても雨でも鹿のため。コシさん、おはようございます。おはよう。こことここはテストに出ますよ。こっちは出ないかもしれません。おいっす。お姉ちゃん遅い。コシタン先輩遅刻です。いや、朝から鹿の子がいなくてさ。お前たち見なかったか。お姉ちゃん？鹿の子って誰ですか？え？バカな。なぜ。そういうことか。鹿の穴が動き出したぞ。鹿のガンダか。伝説のマタギ熊取宗一郎の予感は正しかった。人知れず鹿の因縁は日野市に集約。今巨大な鹿嵐が吹き荒れる。鹿の子の子の子こしタンタン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 。鹿の子とこどこ現るのこの子。つのつのぴょこぴょこ。見た目はおにゃの子。近頃噂のなかなかきわものお手並みいかほどへのチョコ。その昔からジャパンに生息。
鹿の穴の死角が日野市に向かってるっていう DM が。待てー、ツッコミどころが満載なんだけど。お姉ちゃん？鹿の子って誰ですか？前回ラストの最終回直前っぽいシリアスな引きはどこ行った？些細なことはどうでもいいよ。些細なこと？些細なことです。鹿の穴か。知っているのか、あんこ。ご当地信仰を目的に生み出されたゆるキャラ、その中で鹿系ゆるキャラ養成に特化した秘密機関、それが鹿の穴。何この急に出てきた秘密機関。アニメ最終回あるある。実は私はそこの出身なんだ。でも途中で訓練がめんどくさい訳あって脱走してきたんだよ。何そのさらに出てきた謎設定。これもアニメ最終回あるある。アニメが放送されたことで居場所がバレたんだ。裏切り者の私を連れ戻すため刺客が放たれたんだよ。ほーん、ゆるキャラがお前を狙って？あのな、そんな方々がこんなアニメに来てくれるわけ。にゃん来てくれた。あなたはキュンちゃん。北海道の大雪団で育ったキュンちゃんは小心者ながらも好奇心旺盛、いろいろなものを知るために山を降りると、その愛らしさで北海道の魅力を伝えるゆるキャラになってな。まさか日野市で会えるなんて。お前なんで異常に詳しいの？北海道といえば日本でもトップクラスのお米のさ。お前は黙ってろ。キュンちゃん、私はもう鹿の穴には戻らない。だって私は鹿部の鹿の子の子だから。鹿の自由をかけて勝負だよ、キュンちゃん。キュン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 。遊んでくれて嬉しいみたいね。馬車目田んぼの様子見てきます。のこたん VS キュンちゃん、ダンス王決定戦。2話のセットだ。てかなんでダンス対決？あとなんで私までここにいんの？のこたんとキュンちゃんが同時にダンスし、上手な方が勝ちです。なお、のこたんが負けたら鹿の穴に強制送還、勝ったら鹿せんべい1年分です。またかよ。そして審査員は角田さんです。もうめちゃくちゃだな。体育祭で本性バレしたのでツッコミに遠慮のないコシタン。鹿の子勝てるのか？任せて。鹿の穴の伝説のダンサーとは私のこと。キュンちゃんがどれだけ角に磨きをかけたか楽しみだよ。それではダンススタあにゃん。キレッキレだキュンちゃん。可愛すぎて胸が痛い。ちなみに熊取総一郎もかわいい。それに引き換えまあまあやるね、キュンちゃん。面の皮の厚さは伝説級だな。それでは審査員お願いします。勝者キュンちゃん。いや、なぜ勝てると思ったよ。あと角田さんちゃんと審査するんだ。おなれ角田、これだからしかちくしょう。お前がしか否定すんのかよ。鹿の穴なんて嫌。私はずっと鹿部でお世話されて楽して生きてくな。最低だこいつ。負けた以上仕方ないのか。鹿がいない鹿部の存続は認められないかな。あ、部費は返還してね。まだ勝負は決まってねえ。どうしても連れて行くというなら私が相手だ、キュンちゃん。コシさん、そこまでのこたんを。コシタン、私のために。違います。急遽2戦目が決まりました。踊るのは鹿部部長コシトラコ。やるしかねえ。ダンススタート。こんなところで鹿コレの経験が役に立つなんて。素敵、お姉
さあ審査員お願いします。おっと引き分けです。さあこの場合は角の切れが甘い。その角引っこ抜いたのか。まあとりあえずのこたんの強制送還はなしってことで。強くなったなキュンちゃん。完膚なきまでにお前の負けだよ。君の成長を祝してこれを。キュンちゃんはウサギよ。鹿せんべいは大丈夫なの？キュンちゃんは丸い耳とつぶらな瞳が特徴のエゾナキウサギ。おとなしく小心者なので普段はエゾシカの被り物を身につけているの。でも好奇心は旺盛だから時にはそれ以外の被り物も身につけたりするみたい。鹿じゃない。鹿の穴なのに。いい汗かいたな。鹿とは一体。のこたん、次は私たちと遊ぶ花。ってまた来た。もう次の資格が。鹿丸くんと花ちゃん。長崎県小鹿町のゆるキャラでみんなと小鹿町の関係が近まるように花のような笑顔を小鹿の島いっぱいに咲かせて頑張る男の子と女の子。こんにちは。どうもご丁寧に。ちなみにこの子たちは九州鹿をモチーフにした着ぐるみを着た子供なのよ。また鹿じゃないの。では新たな資格を迎え2対2のコンビ対決、以心伝心ゲーム。お互い何も言わずに何を考えてるのか当ててそのコンビ愛を競います。頑張ろうねコシタン。私たちの絆を見せつけてやろう。こうなやもう何でも来いや。では早速お互いが何を考えてるか当ててください。レディーゴー。小鹿町は九州の西の海に浮かぶ大小の島で形成されている町ちか。主な産業は漁業、農業、観光業ちか。世界遺産に選ばれた野崎島の集落跡や豊かな自然など見どころもいっぱい花って考えてるちか。いやこれただの観光案内では。つか明らかな忖度ですよね。先生は何も知らないわ。完全正解とはさすがだね。コシタン、次は私たちの番だよ。おう。レディーゴー。それではお答えください。はい。I love you のこたん。これ君のために用意した給料3ヶ月分の角。コシタンってば不正解。お姉ちゃんがいつも考えてるのは私のことに決まってるもの。いや私のことだよ。コシタン答えて。全くわからん。コシタンひどいよ。わかるか。超能力者じゃあるまいし。これは無回答ということは鹿丸くんと花ちゃんの勝利。やったー。行きたくない。私たちの助けが必要かしら。お前は鹿山田しか。猫山田猫よ。どうして猫山田さんが。生徒会として生徒を守るのは当然のこと。別に会長のためじゃないです。本来なら鹿部廃部大歓迎の猫ちゃんだけどアニメも最終回とあってずっとスタンバってました。余計なナレーションすんな。お姉ちゃんたちも遊ぶちか。ええ、胸を貸してあげるわ。以心伝心といえば私たち生徒会。何も言わなくても心から分かり合えるわ。じゃあ絹二人組のこたん先輩は連れて行かせない。私なんかと組んでくれる千春のために命を捨てないと。わかるよ。やめて。では新たな対戦相手も決まり第2戦のスタートです。もう時間ちか。今日は小鹿町在住上村レオくんの誕生日ちか。お祝いに帰る花。おおそうだった。小鹿町では子供の誕生日鹿丸くんと花ちゃんがお祝いに来るの。バイバイ花。勝ったよみんな。いやお前負けっぱなしだろ。辛い戦いでした。お前に至ってはマジ何もしてないよな。
お、これにゃん、顔色の悪いおじさんから預かりました。まさか奴が来るのか。また来んの？今度は誰なの？次の休みにこの日の死に鹿の穴最強の刺客センタ君が今鹿部最大の戦いが始まる。のこたんへ。次の休みに遊びに行くよ。日野市立市民体育館で待ってる。バイセント。まごうことなき果たし状。文字通り遊びではどんな勝負でも簡単に撃退してみせるよ。落ち着け。それにもうお前全敗してるだろ。なんだスナネコパンチは。特訓だ。今から特訓だ。来い。お姉ちゃんの少年漫画スイッチが入ってしまったわね。部活でふぬけたその体、部活で腐ったその根性、飼いならされてペットと化したふざけた肉体ぶっ壊す。巨大な敵の挑戦にビビる心を振り払う。苦しいこともあるだろう、泣きたいこともあるだろう。だがお前は一人じゃない。地獄のトークンくぐり抜けなくした魂を取り戻す。お前は野生の鹿だ。お前は野生の鹿だ。日本一の害獣だ。さあ、いよいよこの日がやってまいりました。日野の荒鹿鹿の子の子 VS 奈良県公式マスコットキャラクターセントくんの鹿系ゆるキャラ頂上対決。解説には鹿の穴研究の第一人者三浦ジョンさんにお越しいただいております。どうも三浦です。のこたんは今回の戦いのために1週間相当な特訓をしてきたようですが、三浦さんいかがでしょうか。セント君は1300年です。セント君は平城遷都1300年祭に生まれたマスコットキャラクターだから重みが違うと。その通りです。これはどういう戦いになるか楽しみですね。さあ選手入場です。まずは日野南高校3年 B 組鹿の子の子。そしてセント君の入場です。なんか入場の盛り上がりは負けましたね。さすが全国区ゆるキャラ。試合に勝てばいいんだよ。両者こちらへ。ってなんで私がレフリーなの？最終回だから総動員です。武器を使った攻撃は反則です。以上。特訓の成果を見せてあげるよセント君。さあ注目の第1ラウンドです。いけ
セント君は日本の国技相撲スタイルですね。シャラッセント軍防戦一方。いいぞ、その調子だ鹿の子。さっさと終わらせてよ。まだ始まったばかり。米作りで言えば田んぼに水を張ったばかりです。ここでゴング。セント君が圧倒する第1ラウンドでした。さすがです。腹ほれし。大丈夫か鹿の子。お前はよくやったよ。だが敵は強大すぎた。コシタン、絶対にタオルは投げないでほしい。私は絶対に勝つ。信じて。鹿の子。さあ第2ラウンドです。鹿の子。ルール無用なしかバイト代かけ。信じた私がバカだった。ああ、これは反則です。すごいなこの女子高生。鹿のアイデンティティ使ったよ。勝ちゃいいんだよ勝ちゃ。もう負けていい。反則なんて鹿部の恥だ。でもそこがいいんじゃない？いいの？ああ、第一人者まさかの反則容認だ。もう打ち止めだろ。最終ラウンドまで頑張った。負けん気だけは認めてやるよ。コシタン、鹿部は絶対廃部にしない。お前。コシタンと出会い、みんなと出会い、私は走馬灯を見てもお前が来てよかったことってあったって思わんでもないが。行け鹿の子。いやノコタン。さあ最終ラウンドです。鹿剣最終奥義。最終奥義。まさか断固総司鹿コップした。何その最終奥義。飛んだ。ああ、1話で電柱に引っかかってたのって。まさかの伏線回収。最終回だからやりたい放題ね。空からの攻撃はいくらセント君でも手も足も出ない。角爆弾だ。えっ、あ、ちょっおいやめろ鹿の子。いくらなんでもやりそとんでもない展開に。試合終了。勝者セント軍。でも頑張ったなコシタン。さあ勝者インタビューです。ああ、セント君は喋らないゆるキャラですよ。というわけで代わりに敗者インタビューです。マジかよ。皆さん、私は今日ここに来た時勝つことしか考えていなかった。鹿の穴から逃げることしか考えていなかった。しかしセント君と戦う中で大きな心の変化が現れました。勝ち負けなどどうでもいい。この戦いで全力を出し切ったことこそ尊いと。やっ
私もセント君も共に勝者であると。ちょっと待てー、お前散々反則しといて何を。感動した。2人とも優勝。三浦さん、あんたどうかしてるよ。セント君も心広すぎ。何みんなこんな演説で感動してんの。まあいいんじゃない。これで鹿部も廃部免れて馬車目も晴れて稲作を続けられます。食いたー。約束通り勝ったよ。もうどうにでもしてくれ。これからも世話頼むね。もうこうなったからにはしゃあねえな。害獣だ。